畜生め、やめるんだ。ジャック様。俺を殺す気か。この犬畜生めら、随分と不快な蚊のようだな。ならば、この国衆とが、望み通りにしてやろう。やめろと言っているんだ。もう我慢できんか。お楽しみはこれからだぞ。者ども、こいつの足を叩き折れ、縛り上げろ。今夜は、目をそらさず、とくと見せてやる。どうやってなぶり殺すか、このアバズレをな。その節穴を開けてよく見ろ。私が観察司の金衣だとわからぬか。前に出る勇気のある者は、この刀の錆にしてくれる。観察司の金衣だと、随分と偉くなったものだ。今夜、思い知らせてやる。皇族の意向というものをな。天元は我ら一族の者。金衣の貴様を殺すなど、アリを引き潰すのも同然だ。誰が俺を止められるというのだ。二尺様。中へ入ってはなりません。四尺様は風を召されており、まだ言えておりません。移っては大変です。どけ。二尺様、お入りになってはいけません。二尺様、二尺様。なぜ私はここにいるんだ。どけ。動くな。俺の玉愛を渡せ。さもなくば。今日こそ叩き殺してやる。まさか私が転生するとは、大元王朝の霊部少書の書士に。幼くして母を亡くし、方々から恵んでもらって育ち、数年前にようやくネイフに呼び戻された。その育児なしの面が、前を見ろ。一日中おどおどしよって、お前の母親に疎まれるのも無理はない。二度と俺の前に現れるな。屈辱に耐え。昨夜は水をかけられ、それでヤバリに倒れたのか。何をじろじろ見てやがる。玉杯をよこせ。ニアニウエ、怒らないで。今すぐ取ってきますから。早くしろ。ネイエの他の兄弟たちは、将来の遺産分与を恐れ、難癖をつけては、私を痛めつける。おそらく、その玉は糸やらも、寧教の口実に過ぎないのだろう。そこまでやりたいなら、存分に付き合ってやろう。ニアニウエ、ありました。見つけましたよ。殺すとでも思ったか。信じるか？このろくでなしはいつも弱腰だったのに、今日はなぜこれほど強気なのだ。まさか大病を経て、性格が表変したのか。いかん、この野種が本当に発狂すれば、割に合わん。四尺様、衝動的すぎます。これまでの年月、ずっと耐えてこられたのに、なぜあんな無茶を。これでは、奴らが我々を放っておくはずがありません。どうすればよいのか。しばしくはね、家で唯一私に良くしてくれる人だ。長年、手を取り合って生きてきた。私が口にしていた残り物は、すべてしばしくが切り詰めてくれた、食料なのだ。安心してください。しばしく。ええ。これからは、奴らに我々をいじめさせはしません。旦那様がお戻りです。旦那様。漢字は家境を受け、さぞかし疲れていることでしょう。需要のあるものを食べさせてやってください。承知いたしました。父上、兄上。浩二。父上。どうか私に裁きを。四男のあいつが、私を殺そうとしたんです。でたらめを言うな。内心は昔からひどく臆病な奴だ。屋敷では大声で話すことさえできぬほどにな。そんな奴が殺人を犯すはずがなかろう。嘘ではありません。本当のことです。昨夜のことです。あいつに頭を殴られ、傷を負わされました。今もまだ、頭がふらつくのです。ほら、兄上、見てください。ひどい傷でしょう。父上、これまで、我が家は、内心に移植を不自由なく与えてきました。あいつを疎かにしたことなど、一度もありません。それなのに、あいつは、身の兄に対し、
これほど残酷な仕打ちをするとは、まさに、飼い犬に手を噛まれるとは、このことです。今日という今日は、厳罰に処さなければ、さもなくば、今後、我がね、いいえの示しがつきませぬ。兄上のコール通りです。父上、どうか公平な裁きを。ネイシンは今、どこにいるのだ？西延ツインにございます。行くぞ。あの不届き者の目を拝みに行くぞ。一体何を金んでいるのや。主弱様、この木材を、まだここに置くのですか？旦那様、弱様方。ネイなんたる不届き千万な。父上を前にして、挨拶もできぬのか。最低限の礼儀さえ忘れたというのか。ほら、父上に膝をつき、頭を垂れよ。私に父親などいたとは、初耳だな。この親不好物が、貴様、何と言った？ネイあまりに無礼であろう。父上がおられなければ、今頃はまだ路頭に迷い、物乞いをしていたはずだぞ。ネイエの子爵様という身分が、どこから湧いたと思っているのだ。よくもこれほど、不遜な口を叩けたものだ。見たことがあるか？どこの家の弱様が、普段、食卓に着くことさえ許されず、残り物さえ口にできないというのだ。でたらめをもうすな。屋敷での衣食住は、すべて私の母上が取り仕切っているのだぞ。お前を疎かにしたことなど、一度もないはずだ。本当にお前は、母親思いの良い息子だな。この木に及んでも、まだ母親の肩を持つつもりか。彼女の悪評が、冷酷非道だと、広まるのを恐れているようだな。その目を大きく開けて、よく見るがいい。季節はもう秋だぞ。もし私に一着でも、まともな厚手の服があれば、どうしてこれほど重い風邪をひくというのだ。運よく生き延びられなければ、おそらく、とっくに命を落としていた。まさか、これが、ネイシンの性格が表変した理由なのか。でたらめを言うな。白黒を逆転させるとは、父母を辱めおって、当然、上刑30回に処すべきだ。あれはお前たちの親だ。俺には関係ない。弱様。昨晩のことです。急死に一生を得たとき、目が覚めました。親子の上など、クソ暗いが。ネイ少々、今ここで、この命を返してやる。息子のために、仇を討ちたいのだろ？この松明を使えば、済む話だ。ほら、受け取れ。旦那様、どうか、お怒りをお慎みください。しわかぎに、熱でうなされているのです。どうかお許しを。奴らにひざまずくな。立て。いいか？よく聞け。今の俺は、かつてないほど正気だ。ネイ少々。さあ、やれよ。可愛い奴らめ。手玉に取るのは簡単だ。父上、早く、焼き殺してください。早く。青に才が。発狂したふりをして、こんな真似をすれば、私の気を引けると思っているのか。松明はお前たちの手にある。生かすも殺すも、お前自身で決めるがいい。父上。我が子を虐待したという、悪名を残したくないのなら、明日、布団を数組と、厚手の服を届けろ。父上の気を引きたいようだが、断言してやる。今日のその振る舞いは、ますます嫌われるだけだ。ネイシン、今日の件だが、父上は放っておいても、母上の名誉を汚した罪は、兄として、たっぷりと懲らしめてやる。お前らのようなろくでなしが、失せろ。引くぞ、この狂人が。成功だ。この体は、まだ弱すぎる。旦那様、工事の具合はどうだ？医者は読んだのか？医者が申すには、大事ないとのことです。ネイシンというあの元衆は、自分の素行が悪いくせに、挙句に人を傷つけるとは、辱めおって、父母の名誉を。弟に向かって、何ということを。ネイシン、所詮は田舎育ち。あのような無様では、母としての私の落ち度でもあります。しつけが至りませんでした。お前たち兄弟二人は、決して今回のことで、あの子を責めないでおくれ。わかりました、母上。どうやら、あの親不孝物は、根っからのひねくれ者のようですね。嘘ばかり並べおって、執事、命令を伝えよ。声援を封させよ。ネイシンが、声援から一歩も出ることを禁ずる。は
ジャック様、何もそこまでなさらなくても、これで旦那様は、ますますジャック様を疎まれるでしょう。構わん。しばしく考えてもみてください。長年我々は耐え忍んできましたが、結果はどうでしたか？あなたも見てきたはずだ。覚えておいてください。この屋敷で生き残るには、威厳を示さねばならないのです。なんとかして、金を稼いで養生しなければ、さもなくば、奴らに殺されずとも、遅かれ早かれ病で死んでしまう。私は相手おりません。俺も相手いない。ジャック様、思うのですが、もし学童にあと数年取っていれば、金稼ぎはたやすい。今は、我が国では文芸が盛んですから、奥様の父親である。左僧は、たった一種の死で、皇帝兵元に認められ、トントン拍子に出世したとか、今に至るまで。本当か？良い考えがある。しばしく。はい。今、都の文人たちは、普段どこに集まっている？上元楼です。上元楼か。父上、ここで何をなさるのですか？美味しいものが食べたいなら、お前坊の料理人に作らせればよいでしょ？お前は分かっておらん。最近、我が国は戦に敗れ、陳将軍も塞ぎ込んでおられる。ここで良い詩を書い、彼女に送って励まそうと思ってな。陳将軍ですか？さようでございますか？それにしても、陳将軍は、女子ながら、忠義に熱いお方、金銀には目もくれません。ただ、非常にお目が高い。果たしてここに、彼女の心に響く詩を書ける者がいるのでしょうか？うん。試しをしてみましょう。いいだろう？皆様、数日後には、科挙の合格発表がございます。当店では、皆様の吉報を心より願い、見事、金棒大名を果たされますよ。さて、本日は、当店にて、破格の報奨で牧報を募ります。皆様におかれましては、才能を惜しみなくご披露ください。まずは、どなたかな？ようやく間に合ったな。見てみよう。文人たちが、どれほどの腕前か。この店主、商売が実にお上手だ。もしこの店から上限が出れば、それこそ今後、金冠板となりますからな。さて、どなたが先陣を？私がやろう。いいでしょう。ジャック様、こちらへ。私は右僧の門も戸生である。かねてより右僧が、辺境の戦況を憂慮されていると聞き、本日は私が、返済を題材に、一首、読ませていただく。戦場日は雨のごとくおり、寒風は鋭き刀のごとし、天は今未帰国の正門越え、夜更けには狼の方向に似たり。見事だ。実に良い詩だ。この詩は、戦場の残酷さを余すところなく表現しておられる。実に見事だ。さすがは右僧の門、元生。この才学ならば、今かの上限も間違いなかろう。見かけた推しだな。戦場を知らぬ者の典型だ。書物から言葉を拾い集めただけの自己満足に過ぎん。父上のコール通りです。右僧の名声を借り、ここで美を売っているだけです。この状況で他に、彼と死を競う、勇者はいるか？そなたの芝見事だが、左僧の名誉のためにも、私が登壇し、お手合わせ願いたい。皆様、お聞きくだされ。孤願は悲しみなき、夜に南へと飛ぶ。愛しき妻は家を守り、夫の帰りを待ちわびる。戦場に命を捧げるは、社食のため、置いた馬は道を知り、亡骸を背に変える。実に良い。こちらの方が、まだ趣があるな。先ほどのものより、ずっと良い。戦場は過酷なものだ。たとえこの私が、天元を統一し、戦乱を終わらせたとしても、幾多の将兵が、戦場に散ることか、幾多の愛妻が、家父となることだろう。皆様、いかがでしょうか？私の縁出しの出来栄えは、君子の死に、我ら涙が止まりませぬ。我らも学を志す身なれど、ああ、自らの不勉強を恥じるばかりです。思うに、今日これに勝るしなどございませぬ。
貴殿、出直して数年は修行されるがいい。今後は、かようなみ、かけ倒しの代物で、足を晒すのはおやめなさい。他に名乗りを上げる方はいらっしゃらぬのなら、この宝生の銀は、お待ちを、しばし待たれよ。待てと言っているのだ。あやつは誰だ？実力のほどはさておき、左走の門生に挑むとは、いい度胸だ。見るがいい。自ら恥をかきに来たようなものだ。若いゆえ、時勢が読めぬのであろう。小僧、随分とお酢汚れた格好をしているな。本当に私と競うつもりか。天守は広く死を募ったはず。身分に決まりはあるまい。私が登壇してはならぬ道理はない。無知な奴め。ならば拝見しよう。貴様の腕前とやらを。皆様、僭越ながら、一種披露させていただきます。徒歩先生、春望をお借りします。国破れて、山があり。白春にして、草木深し。時に感じては、花にも涙をせんぎ。別れを恨んでは、鳥にも心を驚かす。宝花さんが津に連なり、家かき、満金にている。白頭、書けばさらに短く。今手、真に勝ち得ざ、乱と欲す。実に見事。素晴らしい。かような名詞を読めるとは、まさしく希代の才だ。前半の宿は、サンガの後輩を余すところなく描き、攻防の無情身に満ちている。後半の宿は、家族への死母と、国を憂う情に満ち溢れている。まさに、悲痛なる愛しを極めておる。この崇高な境にありながら、確率は厳格にして正確。つい雲見事。なんという。急壮大なしか、今後これを超える。愛国の死など現れまい。父上、あの死を買い取られては、陳将軍に届ける。行くぞ。見に行こ実に見事な死だ。ジャク様はまさに、司祭あふれる振動ですな。おっと、皆様の過分なるご評価に感謝いたします。おう、賞金は間違いなくお前のものだ。待て。この詩は、断じてお前が書いたものではない。皆の者、こやつを見てみろ。身なりは貧相で落ちぶれている。これほどの才があるならば、とっくに帝都中で、知らぬ者はおらぬはずだ。名も知れぬ道理がなかろう。これほどみすぼらしい男が、これほど見事なしを読めるはずがない。だが、この宿は、帝都でネイの知れた最古ですら、書けるとは限らぬぞ。一体どこから盗作したのだ？無名の者に良い詩が書けぬと、誰が決めたのだ？確かにこの詩は非凡だ。ならば、これに被験する詩を、もう一種永遠で見せろ。さもなくば、他人の詩を盗み、世を義達みで、今日という今日こそ、この上限論を生きては出さぬ。そうだ。それが起きてだ。その通りだ。無茶な言いがかりを、実力が及ばぬのを棚に上げて。う。誠の才は、試練を恐れぬ者。見ていよう。潔白を証明できるか。もし名声欲しさの偽物ならば、今日、ここでは手ようとも、惜しくはなかろう。いいだろ？そこまで恥をかきたいのなら、よく聞いていろ。今から読むこの詩の、境地に半分でも及ぶなら、好きにするがいい。元彼？従軍業。宝花。北境を照らし、真珠、おのずからいらかならず。騎馬将は宝血を持し、鉄騎は竜城を囲む。雪は暗くして、旗がに長じ、風は多くして個性にまず、むしろ百夫超とするとも、ならじ。一諸生には、見事だ。これは素晴らしい。書生など言葉をこねくり回す以外、何の役に立つ？男子たる者、戦場で敵を撃ち、国に尽くすべきだ。いいぞ。肩払いたい。よくも我ら文人を、軍のそやな男どもに劣ると言ったな。私の言ったことに間違いがあるか？もし、戦場の兵士たちが、氷雪を枕に戦わなければ、どこに太平の世があるというのだ。天元が戦乱に陥れば、お前たち文人がここで、太平を享受することなどできまい。重箱の隅をつつき、一生を古く最強点に費やすばかりか。お前
顔は覚えたぞ。覚えていろよ。ああ、なんてことだ。おい、天主殿、この銀の代金は、これ、若者よ。左上層の息がかかったものを怒らせるとは。これ以上金を受け取ったりしたら、私が巻き添えを食ってしまう。忠告しておくが、早く立ち去りなさい。命が一番大事だろう。さあ、行った。調べろ。あの者の正体を調べてこい。御意。若き友よ。よろしければ、2階で我が主人と一杯いかがかな。若き友よ。君の、名は何とも押す。住まいはどこだ？家族構成はどうなっている？あんた、戸籍調査でもしてるのか？ははは。若き友よ。心配はいらぬ。我々は怪しいものではない。私の名は、天元という、ただ君と、遊戯を結びたいだけだ。いいなだ。天地元寇から、蓋も字も取っているとは、私は、愛星だ。愛星か？このミ種に、愛という性の家系があったか？俺は幼い頃から孤児でね。名前は適当につけただけだ。すまない。失礼した。最近体を鍛えすぎたようだ。これほどの才気があれば、我が大元王朝も近い将来、分断を揺るがす人物を輩出することになるな。若き友よ。君は、科挙は受けたのか？いいや。なぜだ？君ほどの才があれば、上限になるのも造作もないこと。ひょっとすると、兵元に気に入られ、婿に迎えられるかもしれんぞ。俺のような孤児に、科挙を受ける資格などないさ。それに、たとえ上限になったとしても、まともな男なら、誰が好んで孔子などめとるか。孔子をめとることが不満だとでも言うのか？いいかい？考えてもみろ。孔子をめとれば、君は一日に3度は彼女に挨拶せねばならん。それに、夜を共にしたい時も、わざわざ3日前には報告が必要だ。息が詰まるだろう？詰まる。実にお堅くて。息が詰まる。ちょっと、あなた何をするの？早くお嬢様を見てきて、騒ぎを起こさないようにね。若いの。どうか怒らないでくれ。うちの娘は、ただ、姫君と仲が良いだけなのだ。いいさ。気にするな。ただ、顔を洗っただけのことだ。おじさん、聞きたいのだが、食事をご馳走してくれるのは何のためだい？さっき、広間で君が死を競い合っているのを見て、君には、並外れた才気があると感じた。そこでだ、死を一つ買いたい。親友に送りたいのだ。ほら、見てくれ。君と私、これでお互い様だろ。もともとは飯を構ってくれる話だったのに、死を買いたいなんて、金を受け取るべきじゃないんだろうけど。ただな。近頃は、確かに少し金に困っていてね。よし、特別に、一種につき。たったの100両だ。それくらいなら出せる。だが、まずは死を見せてくれないか。私の友人は、なかなかに好みがうるさくてね。わかった。300両だ。300両。あ、いや、違うんだ。出したぞ。そこをどけ。おやおや、陳将軍。どうしたというのだ。貴様、陳将軍です。飲みすぎたのでしょう。今や我が朝廷派分を尊ぶ。風潮が盛んで、多くの武将が腕を振るう場がないと嘆いている。陳将軍は、以前の国境での敗北もあり、日々悩み、酒に溺れるしかないのだ。そうだ、いっそのこと、陳将軍を題材にするのはどうかな。どうした若いのを困らせてしまったか。そんなことはない。ただ考えていたんだ。どの死がふさわしいかをね。どの死だと？これは、遂げられぬ志。不遇の祭人か。決まった。新先生、一種お借りするよ。酔いの中で、灯火をかき立て、金を冠る、夢に見るのは、
角笛が鳴り響く快楽なる陣営、800里の牛を焼き、兵たちに分かち与え、50弦の根が奏でる。災害の調べ、戦場にて、秋の越兵を行う。馬は適路のごとく駆け抜け、弓は霹靂のごとく弦を鳴らす。君の様のために、伝さんのことを成し遂げ、整然と、死後の名をなさん。悲しきかな？白髪のはゆるを。小図。これほど若くして、これほどの詩を書くとは、一体、どんな経験をしてきたのだ？人生は思い通りにいかぬもの。十中八九はそうです。大志く。もしこの詩書きにいらなければ、書き直しますよ。その必要はない。誰かある。褒美を。よし。この金があれば、下級の事態をしのげるぞ。あんなに食べたのに、なぜまだ腹が鳴っているのだ。これは失礼。なあ、大志く。この残りの焼き鶏だが、まだ食べるか？ああ。物に命じて、新しく一羽積ませよう。いや、いいんだ。この半分で10分だ。では、失礼する。かたじけない。待て。冷え込んできた。これを、羽織れ。大志く。これは高すぎる。いいから切るのだ。これは、娘の比例に対する、詫びの品だ。覚えておけ。また良い詩ができたら、上元老に私を訪ねてこい。ありがとう。恩に切るよ。兵元、調査が完了しました。彼は霊部少将、ネイジ名の息子、ネイシンです。霊部少将の息子、ネイシンだと？だが世の知る限り、奴には息子が2人しかおらぬはず。それが、このネイシンは、かつて外に追いやられており、ここ数年で戻ってきたのです。ネイシンは、家の中では、疎まれており、そのため、ネイ少将は外では、この息子の話を、一切しません。ふむ、霊部少将を弾劾した者がいたな。妻子を捨てたと。だが、当時は堕落。二都の交戦中で、その件は、立ち消えとなった。この堂々たる、ネイ少将の息子が、あんなに身なりがみすぼらしいとは、冬も近いというのに、あんなに薄着でいるとはな。あの食べ方からすると、相当、腹を空かせていたに違いない。これには、何か裏があるに違いない。あの霊部少将は、かねてより、評判は悪くなかったが、我が大元校長において、分断でも多少の名は知られている。まさか、裏ではあのような振る舞いをしていたとはな。どうやら、私特にかけているようだ。兵元、いかがいたしましょう。ネイジ名を散大させ、罪を問われますか。奴には少し釘を刺しておく必要があるな。奴に思い知らせてやるのだ。ボロ靴のように捨てたあの子が、いかに優れた逸材であるかをな。しばしく。ジャック様。よくも抜け抜けと。ネイシン。所詮はしつけのなっていないの。種目。勝手に出歩くとは、全くなっていない。父上から謹慎を言い渡されているはずだが、それがなんだ。このざまは、よくも無断で抜け出したものだ。今日の一件、もし父上の耳にいれば、どう、申し開きをするつもりだ。一体、何をしようと言うんだ。なんでもないさ。ちょっと探し物をしてるだけでね。何を探しているというのだ。何をする気だ。決まっているだろう。貴様の頭をぶち抜くのさ。決まっているだろう。貴様の頭をぶち抜くのさ。何を？いけません。そんなこと。二弱様。こちらへ。おやめください。すべては、この老いぼれのせいでございます。四弱様をしっかりお守りできなかったのは、お怒りがあるのなら、この老いぼれにぶつけてください。しばしく。貴様ごときが抜かすな。死にたいのか。何をするつもりだ？歯向かうつもりか？いいか。今日の一件を父上が知れば、自分がどうなるか、よく考えるんだな。父上が知ったらだと？その前に貴様の頭を叩き去ってやるよ。道連れにしてやるだけだ。
貴様を道連れにできるなら、安いものだ。貴様、来いよ。よくも、貴様ら、何を突っ立っている。やれ。お二人さん。まあ、落ち着いてください。まず、状況を整理させてください。ほら、彼はネイフの弱様だ。私に万一のことがあれば、ネーショ小は、彼にて出しはせぬ。だが、お前たちの振る舞いはなんだ。目上の者への不敬だぞ。軽くともさん、10階の情景は、免れん。お前たちのその体で、耐えられると思うのか。たかが知れた禄のために、命を張る価値があるのか。何をする？反逆のつもりか。かたじけない。感謝する。何をするつもりだ。私は、なんだと。この卑しい種目、覚えていろよ。しばしく。痛むか。さあ。おう、焼き鶏だ。ジャック様。今は体が成長する大事な時期です。先に召し上がってください。私は、とっくに成長期は過ぎました。これは、弱用のために持ってきたのです。ああ、そうだ。ほら、それに、余計も1カメ持ってきました。今日は、2人でいっぱいやりましょう。ええ。兵元には家ついたします。父上、拝謁いたします。皆の者、面を上げよ感謝いたします、父上。兵も、秦、操業したいことがございます。堀島、冬が近づき、堕落には食料が不足しております。北方の辺境で略奪を繰り返しており、どうか出兵して、鎮圧を。秦、私からも奏上がございます。人衆は大干ばつに見舞われ、民は住処を売っております。食べるものもなく、兵元、どうか、蔵を開いて、糧食を配り、民をお救いください。それらの件は、百貫と協議を重ねた上で、改めて奏上せよ。だが、陳将軍は昨日、上元楼で、随分と威勢が良かったようだな。兵元、もうご存知なのですか？どの腐れ呪者が、院で私を告発したのです。兵元、昨日は確かに寄っておりました。お前の心の憂いは分かっている。責めるつもりはない。それに、お前に送りたいものがある。酔いの中で、灯火を掲げ、木を懸命、夢に響くは、陣営を渡る角笛、800里の牛を焼き、部元に分け与え、50弦の楽器は、辺境の調べを想図、サバ、秋の天平、馬は適路のごとく速く、弓は落雷のごとく、弦の音に驚く、君の生のため天元のことを成し遂げ、生前死後の栄を勝ち取る、哀れむべし、白髪の生えるを。父上、この詩はどなたが読まれたものか、お伺いしてもよろしいでしょうか？なんだ、秦が栄んだものではいけないのか。兵元、恐れながら申し上げます。兵元は長らく神宮におられますのに、このような詩を読めるはずがございません。陳将軍、秦を侮りすぎではないか。だが、確かに、これは陳が作ったものではない。兵元、私は知りたいのです。この詩を、一体誰が読んだのか。一字一句が珠玉のごとし、まさに私の知音です。この下陳が偶然手に入れたものだ。作者の名は、愛星という。この都に、これほどまでの才を持ちながら、無名な者がいたとは。陳がこの詩を得た時は、まだ支配名もなかった。支配名ですか。陳がすでに決めた。名は、増、陳将軍だ。感謝いたします、兵元。よし、隊長せよ。愛星、必ずやお前を見つけ出してみせる。ねえ大人、ねえ大人。全高校。兵元がお処方へお呼びです。おお。全高校、兵元が、いかなるご用向きか、ご存知でしょうか？それは、困りましたな。兵元の気心など、私に押し明かれるはずもございません。行けばわかることですよ。ありがとうございます。全高校。虚勢された犬め、金を受け取っておきながら役に立たない。恋愛教、陳が遁王。そなたには、息子が何人いたかな？兵元にお答えします。私には、二人か三人ほどおります。結局のところ、二人なのか三人なのか。兵元にお答えします。はい、三人でございます。恋愛教、我が朝は古来より、仁義霊と忍をもって国を治めてきた。陳は、
そなたの私徳を評価するつもりはない。だが血を分けた親族だ。陳は、白状で情のない者は、このマヌ。私は、恐れながら、兵元の御図をお聞かせください。寧心という子は、実に見どころがある。もっと大切にしてやるのだぞ。誰かが私を告発したのか、妻子を捨てた件か。真、罪を認めます。兵元、どうか、ご慈悲を。今日そなたを読んだのは、罪を問うつもりはないからだ。寧心という子は、陳も会ったことがある。実に見どころのある男だ。もう一度だけ機会をやる。陳を失望させるな。兵元はいつ熱心にお会いになったんだ。これほど高く評価されるとは。あやつ、一体何をしでかしたのだ。は、兵元、感謝申し上げます。寧心は、まだ陳の正体を知らぬ。故に、今日のこの、君臣としての対話は、どう扱うべきか分かっておろうな。承知いたしました。今後は、必ず、野寧心を厚遇いたします。二度と彼に、辛い思いはさせません。よかろう。元がってよいぞ。元がらせていただきます。父上、いじめ、和妻子を見捨てた品性にかける男です。厳しく罰するべきかと。しかし、なぜ、異界の諸子をこれほどまでにかばわれるのです。まさか。指しの通りだ。愛欲しこそが寧心なのだ。そこまで彼を買っておいてなら、なぜねじめを。中心であろうと、関心や脳心であろうと、小中にある限り、陳はいずれも登用する。寧心については、数年成長するのを待ち、代わりが務まるようになれば、朝廷の連中のな、陳が必ず、かの無念を晴らしてやろう。承知いたしました。全高校。あ、物を言わして、ね。いい絵を見張らせておけ。兵元、寧少書が、裏で背くことを恐れて。あやつにそんな度胸はない。だが、左僧の婿であるからには、ならば、陳は寧心を利用して、左僧の花をへし折ってやろ迷信、拝ませてもらおうか。お前が何者なのかをな。兄上、寧心の野郎、街灯を買う金があるとはな。どうせ、兄上の金を盗んだに違いない。今日はただでは済まさないぞ。兄上、どうしたんだこれは。兄上、どうしたなんでもない。行け。寧心、兄さんは昨日代なくしたのだ。それに銀5両もな。お前が盗んだんだろ。あのな、濡れ衣を着せるにしても、もう少しマシな口実を考えたらどうだ。昨日俺たちは会ってもいないだろう。なんだ、金をせびりに来たのか。泥棒が盗むときに、わざわざ主人に知らせるわけがないだろう。それに、盗んでいないというのなら、お前が来ているその台、どこから手に入れたのだ。お前には関係ない。その台、かなりの値打ち物に見えるな。お前のような役立たずが何もできずに、どうやって金を稼いだ？問答無用だ。物ともやれ。来るな。何をするつもりだ。また紫尺様をいじめる気か。芝の字、まるで中堅だな。浪人、はい、忘れたのか。自分の主が誰なのかを。吠えさせておけ。言葉を慎め。よくも俺を殴ったな。かかれ。何をする？乱暴はやめろ。この方はジャク様だぞ。芝おじさん。大丈夫だ。ジャク様。やめろ。異性がいいのは最初だけか。棒を持って追いかけてきたくせに、離せ。よくも噛みついたな。やれ。よせ。服を剥ぎ取れ。本当に死んでしまったら、父上に申し訳が立たん。兄貴、これで済ますのか。こんなありさまだ。あと数日も持つまい。兄さんに見せてみろ。痛い。兄貴。ジャク様。おや兄貴。この種がどこでこれほどの銀を。おお、私がなくしたのは銀5両ではない。確か300両だったはずだ。そうだ、この種め。屋敷の中で盗みを働くとはな。万死に値するぞ。兄貴。この大兄貴のものです。この銀は、まあ待て。兄弟で半分ずつにしよう。これではない。この内心か。一体どうやって兵元と知り合ったのだ。会いに行かねば。彼を厚遇するのだ。
兵元の逆鱗に触れぬようにな。父上父上お前たち、何をそんなに喜んでいるのだ。この台どこかで見覚えがある。この台。父上、ご存知ないのですか？迷信というあのの種が、ますます増長しております。数日前には私の頭を傷つけ、こんにちは、兄上の銀子まで盗んだのです。さらには、この台でも、そうなのです。この台、私が苦労して手に入れたもの。それをね、維新が欲しがったのです。ですが私は、情に訴え、利を解いて、取り戻しました。これはお前の台？その通りです。母上に数百両子の銀子をもらい、買い戻したのですよ。それに、二弟よ、お前もだ。次からは手を出さぬように、あれでも一応、お前の死弟なのだから、兄上。お前たち、あやつを殴ったのか？その通りです、父上。と、いつめに言ったのですが、あの野郎、認めないどころか、逆上して襲いかかってきたのです。父上、見てください。あいつに手を噛まれました。まだ痛むのです。それで兄上と私は、ああ。やむを得ず反撃したのです。大したことにはならないはず。ただ気絶しただけですから。あやつを気絶させたというのか。おっと。どいてください。父上、迷信のことなど気になさる必要はありません。ねえ、家には我ら兄弟がいれば10分です。自信があります。今度の科挙の結果発表では必ず野合隠してみせます。すでに準備はできております。兵元には威圧する際の宿も、世を驚かせる名作となるはずです。ご安心ください。我ら兄弟の志は、天元を飲み込むほど、そして私は確信しております。我がねいい絵を、かつてないほどの高みへと導くことを、母は、この愚か者め。この大馬鹿者どもだ。お前たちは血を分けた兄弟なのだぞ。よくもこれほどひどい真似ができたものだ。なぜ私にこれほど残忍な息子たちが育ってしまったのだ。ああ。父上、なぜ私をお討ちになるのですか？非があるのは、明らかに奴の方ではありませんか。兄上のコール通りです。これをご覧ください。この仏性と銀貨が何よりの証拠です。旦那様、我ら皆が商人でございます。確かに迷信の過ちでございます。さようでございます。すべては迷信の仕業です。父上。父上。マレール法。退け。揃いも揃って言い逃れか。そうなのだな。全員、ひざまずけ。このもと。衆ともめ。ああ。主人に手を出すとは何事だ。わきまえというものを知らぬのか。ああ。執事。奴らの足を叩き折れ、ねえ家から追放せよ。旦那様、お助けください。それから、貴様だ。執事よ。上刑50回に処す。今は猶予をやる。すぐに医者を呼んで参れ。内心を診させるのだ。旦那様だ。失せろ。貴様ら二人もだ。ああ。この愚か者ともめ。もし内心の目が覚めぬようなことがあれば、貴様らも道連れに死んでもらう。これは、お前のような者が触れて良いものではない。兄上。父上は正気なのですか？芝おじさん。芝かぎみのお世話をどのようになされていたのですか？私の不徳の致すところでございます。兄上、父上はどうかされています。ああ、あんな卑しい迷信の方を持つなんて、私を撃つならまだしも、なぜ兄上までお討ちになったのでしょう。本当に我らの父上なのでしょうか。行くぞ、母上のところへ行くぞ。兄上、やはり、兄上、お一人で行ってください。私はまだ手が痛みますので。二弟よ、少し我慢しろ。ちょうどいい。母上にお見せするのだ。ああ、北方よりの緊急軍法だ。詳しく目を通せ。奈良国側が朝廷の民を殺傷した。その数、1万ありよ。さらには辺境の城に兵を止めている。何か策はあるか？父上、恐れながら、急なことで、まだ策が思い浮かびませぬ。危機に際して決断も持たせぬとは。それでよく調整に関わろうなどと言えたものだ。3日の猶予をやる。それでも策が浮かばぬようなら、超公主府へ戻って謹慎しておれ。慎んで、受けたまわります。ネイジエイメ、ネイエイメ。よくもやってくれた。御事のりをもとす。ネイ殿、ジャック様、外傷は治りやすいですが、しかし、気虚により、体が弱っております。十分な養生が必要です。先生、お手数をおかけしました。執事、先生から、薬を受け取ってこい。それから、厨房に申し付けろ。内心のために、地鶏を煮込ませるのだ。はい、
かしこまりました、旦那様。これにて失礼します。旦那様、私には理解できませんわ。明らかにネ心が盗みを働いたのが先で、その後に人を傷つけたのです。すべて、あの子の非ではありませんか？たとえあの子をかばうにしても、ぜひの区別もつけないのですか？工事の手を見てください。肉を食いちぎられそうになったのですよ。旦那様、工事だって、あなたの身の息子でしょ。あの子が不憫だと思わないのですか？本当にわかりませんわ。私たち母子が一体何をしたというのです。あなたが戻られたと思えば、難癖ばかりつけて、冷たくあしらわれて、もしかして、この寝邸には本当に居場所がないのですか？私たち母子のために、もしかして、この寝邸には本当に居場所がないのですか？私たち、母子のための。奥様、お前はあの二人を、いつまで、久しい続けるつもりだ。内心の住まいを見てみろ。持ち物もだ。なんというありさまだ。寝邸の使用人ですら、見向きもせんぞ。私に恥をかかせているのだぞ。奥様。私はではない。全く。よく見るがいい。お前が育てた二人の息子たちは、自分の兄弟に対して、ここまでの非道ができるのか。世間に知れ渡れば、名声に傷がつくとわからんのか。恐ろしくないのか。彼らの今後の、痴漢に響くとは思わんのか。旦那様、内心は所詮、私生児です。もし、この屋敷での暮らしが不服なら、手切れ金を渡して、屋敷から追い出せばいいのです。内心さえ、この屋敷から消えれば、あいつを始末するのは、もっと養育なる、あの子が去れば、今後、漢字や工事と財産を争う者もいなくなる。世間の風評も防げるでしょう。一目置くようになりましたな。旦那様、聖旨が届きました。聖旨である。法天将、皇帝御事乗りして曰くわく、霊部少女、寧治め、静音を裏切り、職位は据え置くも、その後の行いを見るものとする。宝禄没収、1年間、謹んで受けたまわれ。謹んで、兵元の静音を排除いたします。兵元の意図は、明確だ。霊部に隣、おとなしくしていろとのことだ。もし、また不手際をしでかせば、容赦なく罷免だ。全高校、ご助言に感謝します。兵元へのお取り次ぎをお願いします。このシーン、決して静音を裏切りません。旦那様、一体何をしでかしたのですか？何か言ってくださいよ。もう聞くな。いいか、覚えとけ。今後一切、決して内心に手を出すな。旦那様のお達しならば、肝に銘じます。屋敷の用事がありますので、これで失礼いたします。母上、父上は一体どういうつもりだ。これじゃ。今後、あからさまに、あの野種の内心をかばう気じゃないのか。思い通りにさせてたまるものか。内心のやつ、屋敷で頼れるのは、しばじい一人だけだ。お前たち二人、数日中に策を講じて、しばじいを屋敷から追い出せ。お前の父上は、内心に手を出すなと言ったが、屋敷に大勢いる。使用人まで、私がすべて管理できる。はずがないでしょ。安心しなさい。お前たち、このね、家はいつまでも、お前たち兄弟のものだ。誰にも奪わせはしない。感謝します、母上。妹が来たか？姉上。また何をいじっているのだ？新しく買ってくれないです。懐あんね。姉屋が今日来たのは、聞きたいことがあるからだ。先日父上と一緒に、上元楼へ行った際、愛星を見かけなかったか？姉屋があいつに何の用だ？源枯れ。あの男は、あの時父上がおられなければ、板叩きさん10階の刑に処していた。貢献を恐れぬだと。ふむ。天元にそのようなものがおるとは。実はな、姉上はかの死を聞いて、驚嘆いたしました。これほどの死をかけるお方は、さぞかし、才能に溢れているのでしょう。姉上は最近、悩み事があるようで、彼に教えを請いたいのだそうです。ほう？そういうわけでは。もう、その話はやめて。しかし、あやつの書いた詩は実に見事だ。ですが、懐案は力になれそうもありません。あの日、彼とは数言しか話していませんし、それどころか、顔に酒を浴びせたな。ええ。でも姉上、どうしても彼に会いたいのでしたら、数日後、父上と一緒に上元楼へ行きましょう。姉上？さあ。姉上、
もし彼に会えたら、お願いがあるのですが、彼の住所を聞き出してもらえませんか？その小さな頭で、また何を兼ねんでいるの？シンジ。気がついたか？おい、勘家、煮込みんでおいた地鶏のスープを持ってこい。はい。二度目の転生か？それとも夢か？至った。この親不孝者が何をするんだ？痛くない。どうやら、転生ではないようだな。信じよ。腹が立っているのはわかる。だが我らは家族なのだ。それに二人の兄たちも、わざと逆めたわけではない。私からも厳しく叱っておいた。いわゆる、家の端を、外に漏らしてはならん。この件は、ここまでにしよう。決して、他言してはならんぞ。いいな。ねい少々。私を信じと呼ぶのはやめてください。吐き気がします。事情を知らぬ者は、仲睦つまじい親子だと思うでしょうね。信じ。たとえ、この数年、お前への配慮が欠けていたとしても、結局のところ、私はお前の父親なのだ。血は水よりも濃いのだぞ。ねえ少佐。もし、本当にわずかばかりの血のつながりを重んじるなら、慈悲の心を持って、私を寝いて送ら出してください。お前は軟弱で、力仕事もできぬのに、出て行ってどう暮らすつもりだ。私は、お前の父だ。どうして見捨てられよう。路頭に迷わせるわけにはいかん。それは年少主が心配することではありません。たとえの、垂れしノートも、俺ごときで汚したくはない。ネイテーというこの清らかな血をな。信じよ。まともに話せるのか。いちいち嫌味を言わねば、気が済まんのか。私はお前の父親だぞ。高校という言葉を知らぬのか。年少主は随分と冗談がお好きですね。かつて私が懸命にこびへつらっていた時、一度でも私をまともに見たことがありましたか？今更高校息子を欲しがるなど、少々遅すぎるのではありませんか。屈辱に甘んじていたネイシンは、もう死んだのです。目覚めたばかりだろ。要件は、また後にしよう。とにかく、兄弟間のいざこざは、これで終わりにしろ。ゆっくり休むがいい。これまでだと強調し続けているが、彼は一体何を恐れているのだ。はい君子、やっとお会いできました。おじさんはいるか？死を飼わないか？うちの旦那様は、上の階で、長らくお待ちしております。上へどうぞ。へっへ、今日もまた一儲けできそうだな。おじさん、お久しぶり。おや、ずいぶん遠すぎではないか。私が送った街灯はどうした？言わないでくれ。二人の奴らに奪われたんだ。まあ、いいさ。まずは紹介させてくれ。こちらは、私の息子だ。愛君子。でたらめを言うな。どこにこんな胸の大きな息子がいる？こちらの方が、陳将軍だ。将軍をいとも簡単に呼べるとは、やはり皇族のものか。愛君子のあの死には感謝する。その若さで、あれほどの普及の名作を生み出すとは、実に見事だ。陳将軍、お褒めに預かり光栄です。いやはや、私など、将軍に比べれば、月前のホタルも同然です。私の濁敬意は、まさに東堂と流れる大河のごとく、ことつきません。本将軍を前にして、こうも大前自弱としていられるとは、骨があるな。見どころがある。実は、私には幼い頃からの夢がありまして、軍服をまとい戦場で敵を撃ち、国の誇りのために戦いたいのです。そのために兵書を読みふけり、兵法を学んできました。お前が兵法を学んだだと？たしなむ程度にですが。ならば試させてもらおう。口先だけではないことをな。さあ、じゃあ約束ですよ。もし私の話がつまらなかったら、その時は、ただの笑い話だと思ってください。商売の話には影響させないでくださいよ。問題ない。最近、堕落国の騎兵が、我が大元の国境をたびたび犯し、民を略奪している。何か対策はあるか？さっきまで大口を叩いていたのに、もう手詰まりか。あのような死をかける者が、口先だけの男だったとはな。策がないと誰が言った？これは国事だ。国事を妄議すれば打ち首だ。わかっているな。何を恐れる？今日はこの本将軍がここにいる。
遠慮なく申してみよ。良き策ならば、褒美を取らせよう。では、御言葉に甘えさせていただきます。まず、この国境の状況については、実はあまり詳しくないのですが、とりあえず、3つの策を思いつきました。もし敵外れでしたら、皆様、笑い飛ばしてください。私が数日悩んでも出なかった策を、状況も知らぬ者が、3つも出すとは。よい。もったいぶるな。早く申せ。承知しました。まず第一の計は、剣壁聖のです。今は国間の時期、堕落には物資が不足しています。我々はただ、場外の民をすべて上内へと避難させ、重兵で守りを固めるのです。奪うものがなければ、堕落には人馬共に疲れ果て、長期戦はできません。自然と撤退するでしょう。いや、それは無理だ。民が多すぎて、城内には収容しきれん。その通りだ。堕落にの兵が民の物資を奪えなければ、奴らは民家を焼き払うだろう。そうなれば、来年、民は路頭に迷うことになる。ランドの第二の計を早く聞かせてくれ。ふむ。この第二の墓とは、大元の精鋭と民の身分を、民と身分を入れ替える。入れ替えてどうする？伏兵だ。だが将兵と民には、やはり違いがある。その点は、堕落にの目は欺けまい。ならば、民と将兵を協力させるのです。堕落にの連中を国境まで追い詰め、それから、近隣の民に明治大豆に、元財を混ぜさせます。元財入りの豆を食べれば、馬は戦闘力を失います。足腰が立たぬほど戻し、その時、大元の精鋭部隊が一気に敵を殲滅できるのです。それは良策だ。三つ目の策を申せ。三つ目の策は、つまり、通称です。我が大元は蔵馬が不足し、我が大元は、裏釜に乏しく、堕落にはといえば、物資にかけている。ならば、物々交換をすればいい。互い乗りとなります。ならぬ。それでは、大元の兵器が、堕落にへ流出する恐れがある。年中開始する必要はありません。年に1月だけ開放し、その神田に、我らが信頼できるものを送り、監視させればよいのです。これをとっさに考えたというのか。時間が足りなかっただけで、もっと時間があれば、さらに良い良策を思いつきますよ。逸材だ。決して他者に渡してはならぬ。三国志演義をよく読めば、わかることですよ。王子さん。さて、策は話し終えました。紙派買いますか？今日は安くしておきますよ。愛君子は実に、類まれなさい。死んだ、傷を負っているのか？一体どうした？申してみよ。誰がこれほど大胆な真似を、天使の足元で暴行を働くとは。いえ、この将軍が力になろう。よしてください。済んだことです。陳将軍本当に心配なら、死を後に首買ってください。おじさん同様、安くしておきますから。ちょうど思い出した。私もちょうど、佳作を手に入れたところでな。これより優れた詩を書け。先ほどの策と合わせ、600両出そう。いかがかな？問題ありません。聖徳法に気を迎え、重空や右役話を布く。百姓講習に忙しく、第一福沢を送る。まさか、これ、芝光の死ではないか？まさか、誰かが私と一緒にタイムスリップしてきたのか。父上、私はこう考えます。この死の前肉は、実に見事な出来栄えですが、この後に苦に関しては、言葉選びも情景も、前肉とは、雲泥の差があります。旦那様、お伺いしますが、この死は、どなたの作ですか？元人の短歌。ネイカンだ。なんだって？あいつか。あんな奴にこんな詩が読めるはずがない。おかしい。この詩はまあ、肉との後に、区で天と地ほどの差がある。まさか、元書きでも拾ったのか。それで自分で後に句をつけたしたんだな。ねいかんめ。これは絶好のカモが向こうからやってきたな。おじさん、お聞きしますが、この詩の題名は何ですか？英ミカドだ。この前に句は、確かに名作です。ですが後に句は、全く話になりません。おじさん、よろしければ、私が少し手を加えてもよろしいですか？それはいい。陳将軍と、この出来損ないの息子に、
お前の才能を見せてやってくれ。徳あふれ、木々を迎え、和やかな風吹き渡る。工作を励まし、帝の行幸を待ちわびる。太平を謳歌し、喜びの歌が響き渡る。素晴らしい。アイドノが手を加えたことで、見事にまた一つ、類稀な名作になったな。おや、お前には確かに上限の才能がある。おじさん、褒めすぎですよ。この志賀兵、元の耳に届けば、名官は学識不足だと思われるはずだ。文人は名誉を重んじる者。名声を売ったネイヤーマンには、もはや出世の道はないな。アイドノの文才には、驚かされました。今日は急いで家を出たもので、大した持ち合わせがないのですが、この探検を、アイニーさんに差し上げます。どうかアイニーさん、受け取ってください。おっと、これは貴重すぎる。いただくわけにはいかない。つまらないものですから、これからは、若い者同士で、親交を深めなさい。おじさん、ご心配なく、彼とは、これからキラというほど付き合ってやりますよ。全容おとり。これが、約束した600両だ。だが、よくぞ引き受けてくれた。銀票を奪われはしませんか。確かにそうだな。明暗がある。愛星、私を信じてくれるか。愛星、私を信じてくれるか。無論、信じております。では、私の名義で、この銀票を、この上限牢に預けておこう。今後、金が必要になれば、上限牢へ来て、引き出せばよい。それは良い考えですね。感謝するよ、おじさん。だが、こんにちは。少しばかり、持ち帰りたいんだ。恩に着るよ。ご苦労なことだ。数日の間、世につきまとい、追って、ようやく相星に会えたな。どう見た？文才、世を驚かすほどです。稀に見る白玉かと。ですが、どうも、見覚えがあるような気がしてなりません。世も同じくそう思う。本人には合わせた、手なずけられるかは、お前次第だ。自信、父母に感謝いたします。しばしく、何をしているんですか？私は、もう去らねばなりません。もう弱用のお世話はできません。私がいなくなった後は、どうか気性を抑えてください。決して、旦那様を怒らせぬよう、奥様の方も、できるだけ避けるのですよ。誰かに追い出されるのか？常木さらぎの仕業か？来い、俺が力になってやる。ジャック様、誰も、そんなことは、ただ、私が年老いて、体が動かなくなっただけです。郷里へ帰り、隠居するのです。この元襲名。支度は済んだか？済んだらさっさと失せろ。やはり貴様らか。おい、誤解するな。これは、母上の命令だ。この老いぼれ犬はもう年だ。ね。いいえは、穀潰しを養う余裕はない。執事、こいつの荷物を改めろ。内心と結託して、屋敷の品を盗み出しているやもしれん。俺の前でよくもそんな真似を。おい、内心、貴様のような野良種は余計な口を挟むな。今日この老犬を守れたとしても、誓えるのか？片時も離れず、守りきれるとな。ジャック様、どうぞ、彼らに調べさせてやってください。老いぼれの私のことで、ジャック様を巻き込むわけにはいきません。お前たちが調べる必要はない。俺が一つずつ中身を見せてやれ。ほら、その節穴をよく見開いて、しっかり見ておくんだな。盗んだ品が入っているかどうかをな。いいことを思い出させてくれた。こいつも調べる必要があるな。体に何か隠しているかもしれんぞ。いい加減にしろ。お前たちは焼く人でも何でもないだろう。何の権利があって体を調べる。しばしくは、この屋敷で何十年も尽くしてきたんだ。最後くらい堂々と、誇りを持って去らせてやれないのか。尊厳だと。我々から見れば、お前のような野種と、その老いぼれ犬に、尊厳など語る資格があるのか。いいか、教えてやる。人は皆、平等に生まれてくる。
お前たちは単に生まれが良かっただけだ。自分自身に実力があるわけじゃない。わかっているんだぞ。お前たちが罪をなすりつけようとしていることをな。そうだとして、それがどうした？これは母上の命だ。不満があるなら、上のところへ文句を言いに行け。何をするつもりだ？ああ、兄上に手を出す気か。言っておくが、兄上は今かの短歌だぞ。今夜は三代して宴に出るのだ。明日は塀元には家津し、褒美を賜るのだ。指一本でも触れてみろ。やってみろ。ジャク様方、宮中より口諭しが届きました。奥様より命を受け、内心を呼びに参りました。お前が内心か。俺はただの無名な人間だぞ。なぜ勅令などが届くんだ。まさか、俺の買い足しが、塀元の耳に届いたのか。おじさん、陳将軍。さすがだな。無礼者。何をボケている。早くひざまずいて勅命を受けろ。名称書、教えてくれ。ひざまずかなかったらどうなる？ふざけるな。勅命を前にひざまずかるのは、後見家の侮辱だ。軽くて上刑80回。重ければ家も断絶だ。本当か？ということは、お前ら一族を道連れにできるってことだな。あ、そいつは最高だ。ならばひざまずくのはごめんだ。好きにしろ。無礼な。シンジ、早くひざまずいて静止を受けぬか。内心、我らを道連れにする気か。先ほどまでのお前たちの態度は、かなり不遜だったな。まったく腹立たしくてならん。高校殿、どうぞお座りください。少々家の者の始末を。お前たち、また真珠に何をした？我らはただ、母上の命に従い、しばしくを暇にしようとしたまで。旦那様、しばしくも高齢です。もはや、屋敷の役には立ちません。道理から言えば、暇を出すべきかと。私は、賃金は、1分たりとも減らしておりません。後でたっぷり話をつけよう。さて、信じよう。わかっておる。お前がこの件で、不満なのは、腹も立とう。だが母上も、道理に従ったまでのこと。意地を張るな。さあ、まずは、勅命を受けよう。よいな。受けぬ。寧将、ご存知か？息子たちが何をしでかしたか。しばしくに窃盗の濡れ衣を着せたのだ。私が止めねば、しばしくは、今頃役所に送られていた。なんだと？漢字。まことか？執事です。奴の入れ知恵なのです。に弟も、奴にそそのかされたのです。その通りです。兄上のコールとおり、すべて奴のせいです。大弱様に弱様。黙れ。執事、二人の言葉。まことか？すべて私の不徳の致すところ。数日前のこと、内心様にお仕えしましたが、不満を抱き、それで、勅命ようとしたのです。なんたることだ。内心が不遇とはいえ、家の弱様であることに変わりない。長年勤めた身でありながら、よもやもと国上のごとき真似を。者とも、この執事を引き立てろ。上刑50回に処す。旦那様、お怒りをおつつ、締めください。執事は、長年仕えてくれたもの、硬派なくとも、老派ございます。50回も叩けば、命を落としてしまいます。自分の命の心配でもするんだな。こいつを連れて行け。容赦なく打ち据えろ。旦那様、お助けを。早く連れて行け。旦那様。信じよう。お前は、気が済んだか？名称書、私を愚かだと思っているのか。一介の土肥が二人の死をたぶらかせると？内心、調子に乗るなよ。調子に乗って何が悪い？文句あるか？最悪。皆で死ぬだけだ。しばしく、こちらへ。こちらへ。座ってください。滅相もございません。いいから座って。お前たち二人、しばしくに謝れ。なんだと？ジャック様。我らは主だぞ。なぜこいつに謝らねばならん。謝るか。死ぬかだ。何をぼさっとしている。耳が聞こえないのか？それとも、ねえ家を破滅に追い込みたいのか？お取り潰しにしたいのか？ひざまずけ。すまなかった。ああ、ジャック様方、滅相もございません。身に余る光栄です。しばしく、甘んじて受けろ。ああ、ジャック様、いけません。この金を受け取ってくれ。ネーフを去るんだ。達者で暮らせ。100両だと？
そんな大金をどこで手に入れた？府内から盗んだのではないか？府内から盗んだのではないか？抜かせ。この金は正当に得たものだ。やましいところはない。ならば説明してみろ。この金は一体どこから来た？シンジ、お前、最近誰かに会ったのか？どうやらネイ少々はお察しのようですね。あなたから教えてやってはどうです？この金の居所を。父上、こいつは府内から何度も盗みを働いています。ふざけたことを抜かすな。おい、この府から100両も盗めるか試してみろ。漢字。しばしく、持っていてください。安心してください。私がネイフを出た後、すぐに迎えに行きます。これからは、私があなたの面倒を見ます。ジャック様。どうかお体をご自愛ください。ご自愛を。私が言った通りに、この仰せをお受けするのか、しないのか。私は宮中に戻って用がありますので。シンジ。ほら。ああ、高校。少々お待ちを。以前そっちが取り上げた私のヒント。銀票はどうした？早くシンジに返しなさい。品物は父上のところにあります。金は使い果たしました。旦那様、この金は私が漢字の代わりに払います。今夜は宴に出席せねばなりませんし、どうか怪我をさせないでください。物とも、私の品を持ってこい。それから銀100両も持ってこい。シンジ、これで気が済んだか？謹んでお受けいたします。伝える、公主の仰せである。ネイシンは貢献を軽んじ、不遜なものを言いを放った。罰として三膝の間、ひざまずくことを命じる。何かの間違いだ。公主にはお会いしたこともない。ブレイシャツ、公主様が、間違われるはずなかろう。おとなしくここでひざまずいていろ。時間が過ぎるまでは、決して動くのではないぞ。いや。シンジ、どうやって公主様を怒らせたのだ？知るわけないだろ。あんたの夫人にでも聞いてみろ。左僧の娘だろう。公主に頼んで俺をはめたんじゃないか。ありえん。お前の母上は、左僧の娘だが、普段は屋敷におり、滅多に外へは出ぬ。公主に会う機会など、ないのだ。まさかあいつか。公主の親友だ。顔に水までかけやがって。公主様がひざまずけと凍るのだ。名誉なことではないか。まったくだわ。羨ましくて仕方ないわ。望んでも叶わぬことだもの。羨ましいわね。そんなに羨ましいならお前らがひざまずけ。どうせ公主なんて知らん。ひざまずきたい奴がひざまずけばいい。ちょっと待て。我々を殺す気か。シンジ、戻ってこい。使えぬ奴らめ。足を引っ張り寄って、なぜこれ以上あいつを怒らせる？こうなってはどうすればよいのだ。あの卑しい子が、我らを破滅させる気よ。お前たちが余計なことをしたからだ。みんなに命を伝えろ。これから先は、誰に聞かれようとも、熱心はと言い張るのだ。今日はもう十分にひざまずいた。ああ。余計な口を叩く者は、条件に処して撃ち殺せ。お前、今夜の宴の準備をしろ。お前は、三膝の間、ひざまずいておれ。お父様、そんな、お母様。何が母親だ。行け。浩二、旦那様。兄上、私は、しっかりひざまずいていろ。違うんだ。一体俺が何をしたって言うんだ。しばしくがいなくなれば、このネイフには未練など何もない。時間を惜しんで、金を稼いでここを出る。俺を死に追いやろうと言うんなら、容赦はしないぞ。陳将軍。シアニ。アイドのではないか？今日はどうして我が元へ？陳将軍、命を狙われています。なんだと？誰が貴殿を殺そうとしているのだ？申してみよ。私が力になろう。これを見てください。黒閻魔。黒閻魔か。この蛇をご存知なのですか？
この蛇は堕落ニノさんだ。猛毒を持っている。去年の光線時期、軍馬がこれに噛まれれば、線香一本が燃え尽きる時間も持たぬ。人がこの毒に当たれば、もはや手の施しようがない。全身がただれて死ぬことになる。そんな、幸い黒閻魔は、飼育が困難で、我が国の気候にも合わぬ。故に戦場でも、大きな被害は出なかったのだ。だが、なぜ今日の都にこんなものが、まさか、堕落国の密偵が潜んでいるのか。お前、最近、誰かの恨みを買ったのではないか？堕落国が節穴でない限り、あんな間抜けな二人を密偵にするはずがない。言いたくないのなら、これ以上は聞かぬ。だがこれは、一大事だ。後で蛇よけの粉を届けさせよう。帰宅したら部屋の中に負け。くれぐれも気をつけるのだぞ。はい。鬼股とも、ありがとうございます。おいおい、結構ですよ。これは自分で持っていてください。なんてやつだ。では、失礼します。奴は犯人の目星がついているのだな。あんなことをしたのが誰か。奴が言わぬのなら、何かを恐れているに違いない。すらながら、あやつを守って、私は直ちに参内し、兵元には言えずしてくる。承知いたしました。あやつは一体何者なのだ。兵元を大動かしするほどとは。アイ殿。はい。私をお呼びで。アイ殿。この凶暴司は、酒や料理が胸中で有名なだけでなく、女子たちも皆、絶世の美女揃いだ。こんにちは。遠慮はむようだぞ。そなたの品定めを、させてもらおうか。断層して議論に連れてくるとは、一体何を金でいるんだ。まったく、あんたたちのような、良い家の若旦那は本当に変わり者ね。誰が真っ昼間から凶暴司に来るのよ。こんなに人がいるじゃないか。それに風流を気取るにしても、季節くらい考えなさいよ。こんな寒い日にセンスを持ち歩いて。そうだろ？アイ殿の言うことも一理あるな。では、このセンスは、そなたに差し上げよう。旦那様、それはいけません。おい、凶暴司の掟では、女子は勝手に出ることを禁じられております。ふざけるな。この今日の都では、俺自身が起きて出あり方なのだ。俺と一緒に来い。贅沢三昧な暮らしをさせてやるからな。旦那様、どうかお許しください。私は芸派売っても、美派売りませぬ。なら俺が遊んだ後に金を払わなければ、売ったことにはならんだろう。来ないで。キャー。これ以上近づくなら、ここで死んでやる。おっと。ふと土器千万な。愛星。早まるな。あの方は、今の国舅様だ。皇后様が亡くなって久しいが、兵元との定規はまだ残っている。たとえ兵元がここにおられても、せいぜいお叱りを受ける程度だ。高垣女一人のために、首を突っ込む価値はない。あんたたちは何事も、損得だけで動くというのか。道理や正義は問わぬのか。愛星。あの人には手出し無用だ。私の言うことを聞け。上へ行って余計にしよう。今日の感情はすべて私が持つ。行こう。俺は気に入ったぞ。これほど気性の激しい美人はな。来ないで。どこのドイツだこの野郎は。小僧、英雄気取りで女を助けようってのか。俺を誰だと思っている。誰だろうと知ったことか。今日は彼女に、指一本触れさせん。テートにいつからこんな羽虫が湧き上がった。拝見させてもらおうか。俺の手からどうやって救い出すのかをな。捉えろ。貴様が誰であろうと、命は一つしかないはずだ。俺が軽く引くだけで、お前の命はない。小僧、貴様、一体何者だ？よく聞け。俺の名はネイカンだ。度胸があるなら、ネーフまで俺を探しに来い。いい度胸だ。大したもんだ。だが、高垣女一人のために、命を捨てるつもりか？この世に正義がないのなら、私は剣を取り閻魔となろう。
今日はこれくらいにしておく。今後また、弱き女性を虐げるようなことがあれば、その命、もらい受ける。何をもたもたしている、おえ。ジャク様。もうよい、あの小僧。国舅様を怒らせた。もう助からんだろう。早く行くぞ。兵元、何者かが黒煙号を放ち、相星を殺そうとしました。ならばね、いじめは何をしていたのだ？兵元、この件がネイ殿と何の関係があるのでしょうか？お主は知らぬであろうが、愛星とは、ネ心のことだ。ネいじめの諸子なのだ。なんだと？兵元。では、この件は単にネ心の静止に関わるだけでなく、黒煙王は、我が国でハマれなもの。まさか霊武将諸府に、竹志国の艦長と通じている者がいると？ネいじめにそのような度胸はない。陳将軍。この件は、お前に任せる。国を売ろうとする、不届き者を、一人残らず炙り出せ。旧族皆殺しにせよ。御意にございます。兵元、申し上げます。一大事でございます。ネイシンが、超公主様を連れて、凶暴司へ向かいました。国舅様に手を出すつもりのようで、すでに城門を出たと。なんだと、懐金のやつ。何を考えておるのだ。愛星の小僧も、正気か、命を狙われていると知りながら、城外へ出るとは。兵元、お怒りをお静めください。私が追って参ります。直命を伝えよ。者とも、総出で当たれ、必ず、屋根維新を連れ戻せ。指一本触れさせてはならぬ。それから、懐金をすぐに世の前に着させよ。御意。謎のタイムスリップ。絶望的な幕開け。冷酷な父親。毒婦の義母。バカな兄弟。壊れた家には。やっとの思いでここまで来たのに。こいつに出くわすとは。陳将軍、お助けいただき感謝します。おっと、今は喋るな。話して。ああ。ダメだ。腰が抜けてしまった。陳将軍、これからどうすれば。案ずるな。すぐに観察。司から援軍が来るはずだ。お救いいただき、本当にありがとうございます。だが、国舅様を怒らせてしまった。私の命も長くはないでしょ。この恩を返す機会が、この先あるかどうかもわかりません。愛殿、そなたは、非凡な才を持ちながら、義女のために不義を正す勇気がある。私は、そなたのような男を最も称賛する。例の、国舅様の件だが、あの方は身分こそ尊いが、私は兵元に真実をありのまま報告する。事態が好転するやもしれぬ。ええ、感謝します。体に鋭利なものでも持っているのか？いいえ。ではなんだ？私に当たっているぞ。あ、それは、こんな時に、頭の中で何を考えているのだ？ハレンチなことばかり。私のせいではありませんよ。これは、生まれ持った才能なんです。そなたの部元か。いいえ。おい。まだ狼の群れが去っていない。今もトリルのは危険だ。ここに長居したら、体に押し付けられそうでな。妹。怪我はないか？私も無事です。ただ少し、高所恐怖症でして。足かせを、はめるのは勘弁してやろう。愛欲しい。来い。私を困らせるな。牢へぶち込め。物とも。自分で立てる。
凶暴司であれほど、臆病でことをこう立てるのを恐れるとは、ヨウが日頃どのように教えてきた。父上、あの日、凶暴司でのことです。私の迎えには、国舅様がおられました。私は心配で。国舅が、何だというのだ。そなたは超公主であり、皇室の面目を象徴する身だ。今回の件は、国舅に非があるのは明らかだ。それを止めもせず、あろうことか傍観し、愛星がテオで角を見過ごした。学んだ礼節はすべて、犬にでも食わせたのか？私は、反省しております。今更反省して何になる？その程度の胆力で、調整に関わろうなどと思うな。兵元物を連れ戻しました。国舅に知られるのを恐れ、先に観察、司の牢へ収容いたしました。兵元、愛星学に舅様に手を出しました。肩に照らせば打ち首です。手を出したのはね、遺憾です。愛星と何の関係があるのだ？ことの経緯は、陳もすでに承知している。国舅に非があるのが先だ。だが、ネイカンは左僧の孫であり、霊部少将の息子、そして、今かの単価である。よって、その関与を剥奪し、宮中において、半年間のトラソーを命ずる。兵元、賢明なご判断です。兵元、しかし、愛星は、囚人監視の中で、手を出したのです。懸念しております。陳派言ったはずだ。殴ったのはね、遺憾だと、わからぬのか。失礼いたしました。ネイカンは名声を貪り、陳を義いた、命を助けただけでも、左僧の顔を十分に立てたと言える。兵元、賢明なるご判断です。あやつには才があるが、根底に、皇室への高しが欠けておる。まずは牢に入れて、ほとぼりを冷まさせよう。陳は、この機会に、あやつのはナッパシを追ってやるつもりだ。御意にございます。これで音が目なしとは、愛星は、兵元の隠し事でも言うのか。ありがとうございます。大人。ジャック様。なぜ行かないのですか？ジャック様、ご存知ないでしょうが、私めは、罪を犯した役人の娘なのです。都からは出られん。衝動的だった。人を救い出せないどころか、自分まで巻き込まれてしまった。私めのせいで、ジャック様を巻き込んでしまい、弱用の助けてくださったご恩に対し、私めには返す図手がございません。せめてこの身を捧げて報いたいのです。弱用のために、血筋を残したいのです。ジャック様、ご安心を。私の体は、清白かです。罪を犯した役人の娘とはいえ、凶暴がさに長くおりますが、芸派打っても、美派打っておりません。この体は清らかなのです。服を着ろ。お前を助けたのは、体が目的ではない。それに、今の俺は、明日の命も知れぬ身だ。お前を巻き込むわけにいかない。わかりました。ならば私は、弱用にお経して、黄泉の国へ参ります。来世で、またお使いいたします。ジャック様。稀に見る逸材だな。お前も俺も似たような境遇だ。上元楼に金を預けてある。こう言えばいい。愛星に言われて取りに来たと。金を受け取ったら、凶暴司を去るんだ。これからは自分の人生を生きろ。ジャック様、お心遣い感謝します。ですが、そう簡単にはいきません。心配するな。もしここを出られたら、必ず迎えに行く。誰の許可で入れた？出て行け。ジャック様、お待ちしています。元彼。ちゃんと服を着ろ。風邪をひくぞ。愛星、罪の重さは分かっているのか？俺に何の罪があるってんだ。押村区は、あの畜生を殺し損ねたことだ。よし。おとなしくしてろ。さあ、中へ運べ。なんだこれは、最後の晩餐だ。おい、ハン殿。はっきり言ってくれよ。安心しろ。死にはせん。誰だ？監察司は、部外者が入れる場所ではない。お前のような奴は初めてだ。収監されても尋問されず、豪華な食事まで用意され、面会まで許されるとはな。興味が湧いた。一体どんな罪を犯したんだ？それがな、国舅だ。凶暴司で女をいじめてやがった。見過ごせなくてな。
一発殴ってやったんだ。国修斗様を地位を傘に来て応募を働くとは、いい気味だ。兄貴。まったくだ。なかなかの熱血感だな。さあ。お前が義理がたい男だというのは、一目で分かった。いいか。言わせてもらうが、俺の人生で最も忌々しいのは、剣聖を傘に来て、人を欺く皇族や貴族どもだ。お前も義理堅い男のようだな。どうだ？俺の遺発を継ぐ気はないか？あんたに継がせるほどの遺発なんてあるのか？やっぱりよしてくれ。もし俺があんたより先に死んだらどうする？安心しろ。長年、皇居を渡り歩いてきた俺が、お前は死なないと保証してやる。やるかやらないか。それだけ答えろ。ああ、わかった。やるよ。なあ、これからは、あんたを兄貴と呼ばせてもらうよ。おう。ところで、あんた一体何ができるんだ？この小僧、牢の中でも退屈していないようだな。囚人と武芸の稽古までしているとは。兵元、お調べいたしました。この囚人はかつて、皇居の侠客でございました。民のために立ち上がり、30名の鈍感を惨殺して、投獄されたのです。今の問題は、いかにして、あの小僧を牢から出すかだ。兵元、ご国の女帝が即位し、施設を送り込み、侵攻の件を協議したいとのこと。では、お前たちはどう思う？この件を内心に任せてみるのは。父上、内心は無官無職のみ。朝廷ではおそらく反対の声が。陳も承知している。朝廷で阻止しようとする者が現れるだろう。だがね、維新には必要なのだ。功罪を総裁する機会がな。陳は、見てみたいのだ。維新にどれほどの才能があるのかを。陳将軍。ああ。内心を陳に合わせるよう手配せよ。御意。よし、終わりだ。俺の障害のくぬぎを、すべてお前に伝授した。これからは、立派に生きるんだぞ。感謝します。兄貴。おじさんと呼べ。ネイシン。来い。もう俺の素性を調べ上げたのか。さすがは朝廷の機関だな。おや、ハンニーさん、俺を処刑場へ連れて行くのか？本当に死を恐れんのだな。生きて喜びなく、死して何を恐れん。この小僧が、これほどの言葉を吐くとはな。いいだろう。足かせは外しておいてやる。おとなしくしろよ。ああ、そうだ。国衆とを殴ったのは、すべてね。いじめへの差し金だ。あいつを絶対に見逃さないでくれ。それと、兄貴に渡してくれ。鶏の丸焼きを持ってきてくれ。自分の心配をしろ。正体を明かそう。いい体つきだな。無礼者。超高手度のもとに対して無礼だぞ。あなたが超高手なのか。なんだ？私がそう見えぬとでも。それなら、あなたは。いかにも、陳が皇帝である。その通りだ。陳こそが皇帝だ。見捨てないでいただけるなら、ぜひ岐阜阿賀と呼ばせてください。ネイシン、無礼を慎め。ネイシン、お前にと、死にたいかそれとも、生きたいか？生きたいです。生かしてください。陳は天使ではあるが、大元の方は守らねばならぬ。生きたいのであれば、罪を償うべく、功を立てよ。本日、竹志国の施設が帝都に到着する。両国の交渉をまとめ上げる気はあるか？国同士の交渉ですか。そんな大役を。ですが兵元、今の私は、官位も色もない身ですよ。たやすいことだ。陳将軍。は？明日より、内心を監察司に配属する。お前がしっかり規律を教え込め。御意にございます。感謝いたします。兵元。内心、お前の言いたいことは分かっている。あの日、凶暴司で、私が出ていけば、国衆と二課を見られてしまった。超公主という身分で、凶暴司に出入りしていたとなれば、皇室の名誉護士になってしまう。私もやむを得なかったのだ。公主殿もと、ただ皇室のメンツを守るために、黙って見ていたのですか。国衆咎民を虐げるのを、ご存じないのですか。水は船を乗せ、また船を覆すという道理を、民の怨嗟が渦巻けば、皇室の面目など保ったところで、何の意味があるのです。無礼だぞ。よく言った。ウトコロキン。今回の件は、お前の配慮が足りなかった。よって罰として、1年間、
内心のそばで使え、罪を償うがよい。監視役を送り込もうというのか。父上は私に、迷信を懐柔する機会をくださったのだ。父上、謹んで、お受けいたします。ちょっと待ってください。それは困ります。なんだ、直命に背く気か。いいえ、とんでもございません。ただ、超公主が私に付き添うのは、あまりに不憫でして。いや、これは一体どういうことだ。おっと、酒だ。同僚だな、同僚。観察司に入ったばかりなら、本来は、一番元の銀衣から始めるべきだが、明智国との交渉を控えているため、銀衣では、我が朝廷の名誉腰になる。故に特例として、金位に昇進させる。だが、職位はあるが、権限はない。ああ、構いません。兵元。それで、私の俸禄はいくらで？この気に及んで、まだ俸禄のことを、それに正体を明かせば、お前が相星だと、失主で、100両など、造作もないことだろ。上皇主、あなたに何がわかる？我ら庶民の苦しみが。迷信？観察司に入ったからには、儲かって生根は許され。わかったか。さもなくば百官から非難を浴び、兵元でもお前を守れなくなる。武志国は、直武の気風が強く、以前から反逆の意を抱いている。今回の来方も、貢ぎ物の相談と称してはいるが、実際は難癖をつけて、挙兵する口実探し。朝廷の誰もがこれを避けている。くれぐれも用心しろ。ご忠告感謝します、陳将軍。ねえ、キー、父上からお前にどうこうせよとの命だ。それで、次はどこへ行くんだ？ここは、お前の部屋だ。お恥ずかしい限りで。こののたねめ、よくも戻ってこれたな。外でのたれ死ねばよかったものを。一つ聞かせろ。俺の部屋を荒らしたのは誰だ？俺だ。文句あるか？お前のせいで。俺が罷免される羽目になったんだ。世間の物笑いの種だぞ。四徳に州都の件のことか？それは自業自得だ。売名行為に走り、中身のない見かけた推しが。無礼な。のっしゅの分際で、俺を批判するとはな。何をぼーっとしている。やれ。ぶち殺せ。ジャック様、旦那様からの仰せで。今日こいつを殺さねば、貴様を殺してやる。やれ。彼はね、家の御曹司ではないの？なぜあんな境遇に？よくもまあ、こののたねめ。近頃、随分と大胆になったものだ。外部の者を連れ込み、屋敷で騒ぎを起こすとは、お前には家君というものがないのか。さあ、こっちへ来い。おやおや、そこの二方、忠告しておこう。余計な口出しはむようだ。迷信はただののたねに過ぎない。兄上と俺は、ネイフの正当な役難なのだ。どうだ？我らと懇意にしないか。お一方、余計な手出しはやめておけ。いいな。今日のこの件、黙って見過ごすわけにはいかないわ。豪気シフソン、人を侮るのも、いい加減にしろ。叩き直してやる。ここをネーフと知って乗ろうぜきか。お前たちを懲らしめられぬはずがない。行け！早く人を呼んでこい。また、何を騒いでいるのだ。早く人を。また何を騒いでいるのだ。父上。母上。母上。超公主殿のもとにご挨拶申し上げます。陳将軍。ねえ少々、今日のね、いいえは、実にこの私を、楽しませてくれる。殿元、どうかお怒りをお慎めください。はい。私の教育が行き届きませず。坂込、よくも戻ってこれたものだ。好きで戻ったとでも思っているのか。あんたの愛する息子が、俺の部屋をめちゃくちゃに壊したんだ。どうやらこのネイフは、俺を歓迎していないようだな。なら、あんたが一言そう言えば、今すぐ出て行ってやる。二度と、ネイフの敷居はまたがない。この親不孝物が、私を噴死させるつもりか。あんたがいなくなれば世のためだ。ついでに、亡き母上のために、借りを返させてもらう。いかん。こやつは兵元のお気に入りだ。手出しはできん。お前たち、さっき、誰が真珠の部屋を壊したのだ。俺です。私がやりました。あの日の凶暴司でのこと。こいつが俺の名を語り、国舅様に無礼を働いたのです。それで兵元が激怒され、私は官職を剥奪されたのです。
部屋を壊す程度では生ぬるい。父上、あの時、連れ戻すべきではなかったのです。あいつなど、のたれ死にをさせるべきだったのです。随分な一緒だな。よくもまあ、そんな口が聞けるものだ。ネイジネ、これは、明らかにネイシンのせいです。私の感じは被害者なのですよ。いいでしょう。わかりました。あなたはこのネイシンをひたすら容認し、私たち親子には、ますます冷酷になった。あなたはただ、私たちをね、家から追い出したいだけだ。そうしてこの家さんをすべてネイシンに継がせるつもり。そうなのでしょう。無知な女め。お前に何がわかる？ネイカン、罷免されたのが国衆とのせいだとよく言えたものだ。私の死を盗んだからではなく、兵元をギータからではないのか。笑わせるな。兄上は家居の短歌なのだぞ。お前ごときが何様のつもりだ。そうだとしても、なんだというのだ。この野良種め、そのような詩を読めるはずがない。ろくでなしめ。ああ、大逆武道。よくも兵元ギータだ。兄上、大丈夫ですか？私は。通りで、あの支派どうも、後半の句が噛み合わず、尻滅裂だと思った。ジメイ、何をするつもり？私の漢字は、現ピダリ僧の孫なのですよ。兵元をギータとして、それがどうしたというの？朝廷の文武百科の中に、兵元を書いている者が他にいないとだ。黙れ。左層のお出ましだ。義父へ。おじい様。お父様、よくぞお越しくださいました。宮中で漢字の件を聞き、様子を見に来たのだ。お前たち、どうしたのだ？お父様、ネイジマリが、彼は、あのネイシンのために、私たち親子を、ネイ家から追い出そうとしているのです。義父へ。お怒りを慎めてください。そのようなことは、していません。ねえ。いじめ、私の娘と孫に対して、よくもそんな真似を、忘れたのか？誰のおかげで今日の地位があるのかを。じめよ。わかっているな。超公主、陳将軍もおられるのか？左そうよ。そなたが来られて、我らが来られぬ道理はあるまい。この野良種め、本草を前にしてひざまずかぬとは、ものとも。誰ができるものか。この私が許さぬ。左僧は実にお偉いものだ。公然とこのような場所で、私の前で職権乱用するとは。超公主殿のもとは、この野良犬をかばうおつもりですか？我が浅野立法では、最小を見て、礼を尽くさぬ者は、上刑に処される。後ろ盾ができたからといって、誰も手を出せないと思うが。者ども、こいつを叩き殺せ。私を撃つだ。身の程を知れ。我が浅野立法によれば、監察司は兵元直属の機関、役人に対しても、膝をつく必要はない。左僧、まさか兵元と肩を並べるおつもりか。ありえん。監察司の金位は、13位の官職。貴様のような野良犬が、なれるはずがない。陳将、なんたる大胆な真似を、勝手に金位を授けるとは。それは誤解だ。ネイシンは兵元が親しく封じられたのだ。信じられぬなら、兵元に直接伺うがいい。左僧は先ほど、立法とおっしゃいましたね。ならば私が解いて聞かせましょう。大元の立法によれば、自宅への不法侵入、他人の財物の損壊、及び窃盗は、当然、50回の上刑、1年間の拘留、もしも、状況が深刻であれば、さらに、奴隷の刻印を刻まれ、3000里の流刑に処される。ネイカン。罪を認めろ。おっと、さっきは自分で認めていたじゃないか。言い訳があるなら、監察司の牢獄で聞こう。嫌だ。行きたくない。母上、おじい様、助けて。おじい様、助けてください。貴様のような野良犬が、この私の前で増長するとは、たかが金位の分際で、超公主や、陳将軍に聞いてみろ。彼らに、この私から罪人を奪う度胸があるかをな。ネイシン？左僧派に代に使える元老、剣聖は並ぶものがない。その門も戸生は天元に満ちている。ネイカンごときのために、彼を敵に回すことはない。割に合わぬ。超公主のゴールことも一理あるが。だがね。一心、私はこの世で最も、傍若無人な輩が嫌いだ。戦うつもりなら、私も共に行こう。最悪、散大して、皇帝兵元に裁定を仰げばよい。陳将軍。おじけづいたか。
誰がおじけづいたと言った？観察司は、後見によって特許されたもの。左そう。あなたは、己を兵元より上位に置くおつもりか。その振る舞い、控えめに言っても、天意を犯す不敬である。後見を無視するも当然。さらに突き詰めれば、それは、無本の罪だ。万死に値する。旧族中滅に処すべき重罪。ねえ、いじめ、これが貴殿の教えた立派な息子か。楽譜大人、どうかお怒りを慎めください。私が、真珠をよく言い聞かせますので。真珠、これくらいにせぬか。ネイ殿はやはり、左層の不況を買うのが怖いようだな。己の出世に響くのが恐ろしいか。そうだろう？所詮、我らは同じ家族なのだから、観察司に入ったとはいえ。まだね、元が不安定だろう。兵元の寵愛を盾にして、好き勝手をしていいわけではない。兄もお前を、感触を打った動揺から、怒らせてしまったのだ。今すぐ謝らせるか。早く真珠に謝るのだ。本当に観察司の牢に入りたいのか？申し訳なかった。また私の部屋を壊すつもりか？真珠、お前の部屋の調度品は古い。すぐに新しいものへ買い替えさせよう。では左層は、まだ私を情景に処されるおつもりか？この左層は、百貫の長。普段は傲慢武装に振る舞っているが、あやつがやり込められるとは珍しい。熱心。お前は父上に重用されているが、今回は、完全に左層を敵に回した。あやつがお前を殺すなど、造作もないことだ。くれぐれも用心しろ。勝負はまだついていない。お前も私も未知数なのだ。どちらが勝つかはまだわからん。だがこのネイフにはもういられんな。ちょうどいい。ネイジ名の金を使って、屋敷を一つ買おう。兄上、神々だれていますよ。楽譜、大人。向こう、これにて失礼します。熱心という男、観察司に入ったからといって、祖父上を軽んじるとは、実に忌々しい。父上、熱心は、以前この屋敷で屈辱を味わい尽くしてきました。今や、あやつは勢いづいています。この先、漢字と工事はどうなってしまうのです。たかがはね、虫ごとき、ひねり潰せば済むことだ。いいか？聞いておけ。この屋敷は悪くないが、だが、900両の価値はないな。安くしないなら、もう帰るぞ。旦那様、ご冗談を。この屋敷は、立地も良く、買い手には困りません。それに、私どもの儲けは、わずかな手数料だけですよ。本当に帰るぞ。いいわ。この屋敷、なかなかいいじゃない。これで占領よ。残りは、屋敷の備品を揃えるのに使いなさい。おい、待て！900両だぞ。これは、いた？熱心。熱心。私もわかっています。以前のことで、私に不満があるのでしょう。ですが、皇族であり、しかも女子のみ。振る舞いには制限が多いのです。どうかさしてください。その通りです。熱心。どの元は特別なお立場にあり、朝廷の情勢も複雑なのです。これ以上、わだかまりを持たないで。別にわだかまりなんてないよ。いつ僕が根に持ったって？つまり、私の取り越し苦労でしたか？ああ。そうだ。たった今、知らせが入りました。国衆と殿が街中で、大々的に触れ回っています。今夜は必ずや、雨ちょうどのを手に入れると。野山で狼の群れを誘い出した男。ジャック様、父上はどこだ？用なら私に言え。申せ。何者かが密かに、内心を護衛しており、暗殺に失敗しました。その上、超公主と陳将軍が棒にいたため、我らも、迂闊には手を出せませんでした。の種に火星がいるだと？超公主か、あるいは、陳護衛か。その者は、助立ちの後、去りました。私はどうすれば？失礼いたします。
おじい様、一体どうすればよいのでしょう。あの野種を殺さねば、この恨みは晴らせません。話はすべて聞いておった。これを使え、新鮮さんだ。極めて依存性が高く、一度口にすれば、その誘惑には抗えぬ。頭気を見て、ネイシンに飲ませるのだ。そうなれば、奴を、お前の意のままに操れる。本当ですか？感謝いたします、おじい様。ずいぶん大勢集まったな。ええ、この凶暴司は、もともと高官や貴族たちが足しげく通う場所ですから、それに、見込みのある娘が、年頃になれば、3、4月も前から、噂を広めておくのです。今夜を侮ってはいけませんよ。入連の客となるために、美人の微笑みを得ようと大金を投じる者は、5万と言いますからね。そこまでか。なら、どうやって連れ出せばいいんだ。すぐに人を集めろ。俺を殴った奴を見つけたぞ。はっ。皆様方、ビキのお出ましです。浪江殿、これは私が人を使い、わざわざ生きがいから取り寄せた金種だ。おい。浪江殿は、実におおらかだ。雨蝶殿は、憂いを帯びた顔が、守ってあげたくなる美しさだ。どちらも稀に見る逸材だ。これは我が家。先祖代々の玉杯だ。あなたの入連の客になれるなら、これを、どなたに送れば。今夜は、初めて客を迎える、大事な夜だ。笑いなさい。粗相は許さないよ。あんたが心配しているミナク様は、クニシュート様を怒らせたんだ。とっくに死んでるかもしれないよ。今夜もししくじったら、私の罰だけじゃ済まないよ。今後二度と客は取らせない。金を稼いで、身請けしたいんだろう。波江姉様。姉様は言いました。必ず迎えに来てくれるとは。皆様、道を開けてください。あの若造も来たか。これは、洋白玉で設えた玉滴です。おう。雨ちょうどのに、この玉滴、まさに天が定めた組み合わせだ。おや？お前の重い人が狙われてるぞ。何もしなくていいのか？あいつですか。何をお偉そうに気取ってやがる。気取りや？後で説明します。皆様、お静かに、お静かに。今夜こそ、アメ町と浪江が入連の客を指名いたします。これほど皆様が競い合っておられるなら、いっそ最高値を出した方の勝ち。というのはいかがでしょう？よかろう。見せてもらおうじゃないか。今日この場で、この容姿白玉の笛より高価なものを出せる者がいるか、もっと高価な宝物だってある。古びた横笛ごときを、よくも宝物扱いできたものだ。これは、国シュート様ではありませんか。わあ。これは竹志国が昨年、父上に献上した貢ぎ物では？これこそが、南海の夜明け種。価値は、千金に値する、南海の夜明け種まで持ち出すとは、今夜、国衆と様に逆らえるものなど言いようか。国シュート様は身分が高く、私は、到底、争うつもりなどございません。しかし、この種で選べるのは一人だけ。あなたは、私を無駄足にさせるおつもりか？どけ。貴様、何様のつもりだ。この俺から女を奪おうとはな。国舅様、これはいけません。離れろ。前回は逃げられたが、今夜こそは逃がさんぞ。国舅様、高貴な身分のお方に、この妹はまだ世間知らずでして、いっそ今夜は私がお相手いたしましょう。ああ、どけ。このアバズレめ。浪江姉さん。俺様が本気で、お前のために夜明け種を出したとでも。小僧、そこにいるのは分かっているぞ。よく見ていろ。やめろ。畜生め、やめるんだ。ジャク様。俺を殺す気か。この犬畜生めら、随分と不快な蚊のようだな。
ならば、この国衆とが望み通りにしてやろう。やめろと言っているんだ。もう我慢できんか。お楽しみはこれからだぞ。者ども、こいつの足を叩き折れ、縛り上げろ。今夜は目をそらさず、とくと見せてやる。どうやってなぶり殺すか。このアバズレをな。その節穴を開けてよく見ろ。私が観察司の金衣だとわからぬか。前に出る勇気のある者は、この刀の錆にしてくれる。観察司の金衣だと、随分と偉くなったものだ。今夜、思い知らせてやる。皇族の意向というものをな。天元は我ら一族のもの。金衣の貴様を殺すなど、アリを引き潰すのも同然だ。誰が俺を止められるというのだ。皆の衆、よく見ていろ。言ったはずだ。これ以上、弱気を虐げるなら、命はないと思え。ジャク様。ネイシン。とんでもないことをしでかしたな。恥知らずのクズめ。死んでも惜しくはない。感触を売ったことなど、気にする必要はない。我ら不死が力を合わせれば、一致団結して、必ずや再興できる。新家の名声をな。父上、母上、大変なことが起きました。あのネイシンの野郎が、凶暴司で、国舅様を殺しました。なんだと。後進国籍を殺めるなど、旧族皆殺しの刑に値する、迷信のやつめ、我らまで道連れにする気か。父上、一体どうすればよいのですか？夫人、今すぐ岐阜殿のもとへ向かえ。私は直ちに参内し、兵元にお目通りする。おやおや。困ったものだ。あの小僧。なかなかの度胸だ。折を見て、たっぷりと教育してやらねばな。シーモート、ネイシンの奴が、凶暴司で、千葉県下の松、国舅様を切り殺した。なんですって？すでに京都府院の手から引き取り、観察司の牢に収監させた。超公主殿の元がそばにいながら、なぜこれほど衝動的な真似を？聞くところによれば、以前の凶暴司での一件で、国舅様の恨みを買っていたようだ。ことの経緯については、詳細を記録させた。ダメだ。すぐに参内しなくては。どの元にご挨拶申し上げます。どこかでお会いしたことはないか？どの元、ご冗談を、私のような卑しい身の者が、どの元とお会いできるはずがございません。これにて、失礼いたします。おや、超公主殿のもと、今は宮中にいらっしゃるはずでは。まったく、今日の凶暴の草は随分と騒がしいようで。最小殿。その剣があったからこそ、最小殿に取引を持ちかけに参りました。あのろくでなしのためにか。なぜだ。ネイフで見せた。あやつの諸行を思えば、奴先にしても足りぬわ。最小殿。雨町、何をしているのだ？聖津に火器です。波江姉様、この件は私が発端です。私が寧寂様の侵害割となります。それは死罪に値するのだぞ、雨町。お前は追人の娘なのだ。この一件は、国衆、土様の殺害に関わっている。もし罪に問われれば、凶暴司の他の者たちはどうなるのですか？私は、波江姉さん、お願いです。ネイコをこの消息を調べていただけませんか？もし彼が生きておられるなら、この雨町、一生をかけて、牛馬となって働いてでも、そのご恩をお返しします。ですが、もし彼が亡くなったのなら、私一人で生きながら得るつもりはありません。暗示よ、父上が、お前の姉に命じて、有能な人材を募らせに行かせた。お前ももういい年なのだから、一日中遊び歩くことばかり考えるな。武志国との協議が終わったら、お前にふさわしいを迎えようと思うが、どうだ？何ですって？父上、懐案は嫁ぎたくありません。ずっと父上のおそばにいたいのです。男は所帯を持ち、女は嫁ぐのが、
世の常、陳もお前が、早く成婚する姿を見たいのだ。そうだ。お前は、愛星をどう思う？内心のことだ。そうだ。嫌です。懐湾はあやつが大嫌いです。あら。まあ。まさか、父上は内心を気に入ったの？ダメよ。人を送って、もっと懲らしめてやらなきゃ。もう、父上ったら、懐湾は永遠に父上のおそばにいたいのです。嫁ぎたくなんてありません。やれやれ。この娘と来たら、兵元におまみえいたします。陳将軍、何事だ？面を上げよ。兵元、内心が、凶暴、すかさに、国舅様を惨殺いたしました。なんだと？なんと大胆な奴だ。まだおとなしくなって数日だというのに。懐金はどうした？あやつは何をしていたのだ？兵元、新名は、万死に当ていたします。貴様が死ぬのは当然だ。年心をしっかり見張っておけと言ったのに。なぜこれほどの騒ぎを起こしたのだ？兵元、内心は法を恐れ、不届き千万なものです。新名はすでに奴を、家から放逐いたしました。でたらめを申すな。心が知らぬとでも思ったか。何を金んでいるかを。そうしてね、家の危機を逃れようとしているだけだろ。甘いぞ。もし今回、内心が命を落とせば、陳は必ずや、お前の旧族を誅殺する。兵元、内心に、非はないと存じます。国舅様は、地位を傘に来て、民を苦しめていました。今夜も凶暴つかさにて、さらには暴言を吐き、兵元と肩を並べようとする夫婦。そんな企みです。万死に値する罪にございます。証拠の総折りは、こちらに、兵元、ご神悦を。全高校。百官に伝えよ。大殿にて、議事を行う。兵元、内心が国舅を殺害したことは、法に照らせば、旧族誅滅に値します。秦は、左相談がいたします。共同が不届きゆえ、一族の者が、これほどの大罪を犯したのです。父上に。よくも顔を出せたものだ。父上、お怒りをお慎めください。兵元、秦は、恐れながら、内心の除名を嘆願いたします。超公主。これはどういうおつもりで？調べさせたところ、近頃、都にあるものが出回っております。新鮮さんというものです。しかも、日を追うごとに流行しているとか。私、目も聞き及んでおります。公主のような尊い予報が関わられるべきものではございません。もちろん、私自身が関わるわけではありません。これは、国衆と殿の遺体から、こぼれ落ちたものなのです。さらに新鮮さんの出所も、すでに突き止めてあります。あ、そうだ。売り弾いていたものも、すでに捕らえました。小国、あまりにできすぎた話だと思いませんか？勝った。私は、小国と取引をしに来たのです。小国、どうぞお座りを。小国は父上の徴用があったからこそ、今日という日を迎えられた。しかし、今や父上もご高齢だ。小国ともあろうお方が考えないはずはないでしょう。新たな後ろ盾を見つけることを。超公主殿のもと、そのお力があると？もし小国が私に協力し、大使の座を手に入れさせてくれるなら、お約束しましょう。あなたが存命の間は、決して常家に手出しはさせません。さらに朝廷の金銀も、あなたの望むがままに。ふむ。超公主殿のもと、一理ございますな。しかし、それが、維新とどう関わってくるのですかな？いいですか？父上は、内心の才覚を愛しておられます。さらに竹志国との、和議の交渉すら、彼に任せようとされています。それほど重用されている彼を見て、小国は思いませんか？内心が、あの者に似ているとは。ここまで話せばお分かりでしょ。上昇が内心を助けてくだされば、この危機を乗り越えれば、将来、父上の寵愛を受け、あなたの助力があれば、彼は間違いなく、立身出世することでしょう。それに、彼は名目的には、やはりあなたの外孫なのですから。もし私と君臣として心を通わせることができれば、将来、朝廷で誰が会えて、あなたを侮ることができましょう。小国覚悟と、私もまた、常家の100年の経を考えてのこと。まさに一石三鳥と言えるでしょう。小国覚、これほど良い話はないはずです。左そう。大胆なことを。内心はね、
ジメイの息子。ネイジメイは、あなたの婿でもある。だから彼をかばうのでしょう。兵元、左僧は、恋に彼をかばっております。真として、厳罰を求めます。兵元。もし厳罰に処さず、この前例を作ってしまえば、将来、皇室の面目と、維新はどこへ行くのでしょうか。皆、黙れ、兵元。国衆とはその身分を、傘に着て、民を虐げ、凶暴司にて、傍若無人に振る舞い、人の命を草木のごとく扱いました。万死に値します。たとえそうだとしても、この件は監察傘に委ねて、審理すべきだ。ネイシンは無官無職のみ。なぜ殺人を犯したのか。ネイシンは兵元より、直々に監察傘の金を授かっております。諸官らよ。異議はあるか？その通りだ。陳は、ネイシンの才能を愛している。お前たちは知らぬかもしれぬが、以前に、陳将軍に死を送った愛星とは、ネイシンのことだ。愛星だと、ネイシンだったのか。父上、ネイシンがかつて言った言葉を覚えております。水は船を乗せることもあれば、また船を覆すこともあります。国衆との件は、果たして狡猾にか？いっそ、民衆の審判に任せてはいかがでしょう。陳の旨を伝えよう。直ちにネイシンを、囚人者に入れ、市中を引き回して、散大させよ。ことの、是非は、民衆の判断に委ねる。州引き回して無事でいられた奴はいない。ネイシンが無様に帰ってくるのを、どう収拾をつけるか見ものだな。なぜネイシンはあんなに見切れなのだ。大胆なネイシンめ、自分の罪が分かっているのか。何の罪があるというのだ。国衆都を切り殺した罪だ。旧族誅滅に値する。ただの毛のない畜生に過ぎん。兵元のお前で、あのような暴言を吐くとは、兵元、ネイシンを処罰されるよう願い出ます。傲慢無礼な罪に問うべきです。兵元、どうか罪に問いください。国衆とは凶暴司にて、己の身分を傘に着て、か弱き女子を虐げ、その衣を切り作暴挙に出ました。さらには豪語しました。天元はすべて、自分たち皇族のものだと。これは、自らを兵元の座よりも上に置く振る舞い、君臣の別もなく、法を無視し、弱気をくじき、強気にこびるやからなど、毛のない畜生でなくて、一体何だというのですか？この男に、これほどの疑心があったとは、見かけほど嫌な奴ではないな。反金位。ネイシンが通りかかった際、民はどう反応したのだ？兵元、民は皆ひざまずき、ネ金位を、敬意を持って見送りました。凶暴司を捜索したところ、南海の夜明け師を一点押収しました。父上、国衆都が供物を盗んだことは、それ自体が死罪に値します。ましてやそれを、凶暴司のような汚らわしい場所で使うとは。兵元。こちらは私が集めた国衆都の罪状です。国衆とは、供物の窃盗に強姦、略奪まで、どうか聖断を戻されます。その腐った目を開けてよく見ろ。これが世の国衆都の姿だ。数々の罪業。数え上げればキリがない。それでもまだ言い張るつもりか。ネイシンが殺した相手は、間違いだった。どうなのだ。ネイシン、そなたに問う。罪を償うべく、功を立てる気はあるか。本日、武志国の使節が来庁する。両国間の交渉ことは、そなたに任せる。引き受けるか。さすがは皇帝兵元だ。実に見事な手際で、この剣を収め、規定の公務を利用して、不満を封じ込めるとは、人心を操る真夏というわけか。慎んで、お引き受けします。よい！見事に成し遂げたならば、罪を許すだけでなく、ただ稲る褒美を取らせよう。だが、もし子孫じれば、二つの罪を合わせて罰する。それから、公務少々。命を戻す。数百名の熟練の職人を集めよ。世に考えがある。隊長せよ。兵元、お見送りいたします。ネイシン。話をしよう。正気か。あんたと話すことなどない。文をわきまえろ。この私が、お前の命を救ってやったのだ。娼婦に手間っている。なあ、国衆と殺害という大罪を犯し、いじめでさえ、お前をね、家から追い出し、院を切ろうとしたのに、お前は平然としているな。事情を知らぬ者は、皇帝の孫かと勘違いするぞ。ネイシン？これで、貸し借りなしだな。感謝する。救っていただいた恩は忘れん。車検へ。今後は彼を見張っていてくれ。礼儀をしっかり叩き込んで、
くれぐれも、二度と観察つかさに、迷惑をかけさせるな。安心しろ。巻いていこう。左走と、ゆっくり話してこい。どうした？嫌なのか？これは私が、苦労して取り付けた、二人が、和解するための絶好の機会だ。良ければ、陳将軍も、同行してはどうだ？なんだ、左走を恐れているのか。食われはせんぞ。よかろう。同行する？話がわかるな。陳将軍がいつから、そんなに聞き分け良くなった？いた。ほら、行くぞ。父上。懐庵は思います。国衆とは死んで当然の男でした。迷信肌身のために悪を売ったのです。ほう。以前はあやつを、ろくな男ではないと言っていただろう。父上、以前は、誤解していたのです。誰が想像したでしょうか？あのような口の悪い者が、これほど義に熱い行いを遂げるとは。そう考えられるなら何よりだ。陳が、調べさせておいた。迷信は幼くして、母を亡くし、数年間、流浪のみであった。ねえ、家に戻っても、虐待を受けていた。あのような境遇で、これほどの才を磨くとは、実に稀有な男だ。あやつは。考えてもみろ。王女をめとれば、お前は、一日に3度は大伺いを立て、夜を共にしたい時も、おまけに、3日前に申請が必要なんだぞ。窮屈でたまらないだろう。あやつに、そんな過去があったとは。根は決して、悪い男ではない。陳が察するに、言葉が荒いのは、過去の境遇ゆえのことであろう。お前が、よく導いてやるがよい。父上、何を凍るのですか？姫君よ。平元はまさか、あの男をにする気では。いいえ、私に何の用だ。いやしい田舎育ちの野良犬め、しつけもなっておらぬ。だが、平元のお目に止まった以上、つまり、多少の才はあるということだ。自明の顔に免じて、この私が力になろう。竹志国との和議をまとめるのをな。いずれ、朝廷においても、お前を引き立ててやろう。頭でもおかしくなったか。それとも俺の体に気があるのか。はっきり言っておく。男に興味はない。ましてやお前のような老いぼれなど。無礼な若造め。俺を抱き込みたいだけだろ。だが残念だったな。期待が入れだろうが。お前のような輩と組むつもりはない。わきまえておけ。お前の前にあるのは、輝かしい。人の生涯において、運命を変える好機は、そう多くはない。機会なら自分で掴み取ってみせる。お前の施しなど無用だ。どうやら、私を拒絶するというのだ。忘れるな。ここは左娼婦だぞ。無事に出られると思っているのか。失礼する？手出しができるならやってみろ。今すぐ行く。やれるものならやってみろ。迷信、落ち着きなさい。相変わらず血の気が多い。過去の遺恨を水に流すことが、今のあなたにとって、最善の選択です。今後、左相と陳将軍、そしてこの私が、後ろ盾になれば、朝廷で、一気に飛躍できるでしょう。公主度のもと、この世には、何でも、取引できるわけではありません。今日、私が目先の、利益のために屈すれば、いずれは信義を、裏切る人間になるでしょう。お前。よく言った。今日はこの将軍がここにいる。堂々と前へ進め。誰が手出しできるか見てやろう。お二人とも。瞬時、寛解に入ったからには、学ばねばならん。実勢を読むことをな。感情に任せて行動してはならない。左相が、後ろ盾になってくださるなど、誰もが、切望する好機なのだぞ。不死二人で、力を合わせれば、必ずや、根家の家名を高められる。ねえ少々。自分の言葉が、少し滑稽だと思いませんか？家の家名など、私には無関係だ。もし根山の未来が閉ざされず、私が以前のままだったなら、あなたは私に声をかけすらしないはずだ。おそらく、一別もくれなかっただろうな。真治、過去のことは、もう終わったことだ。前を向こうではないか。私が今日あるのは、すべて平元の引き立てのおかげ。忠誠を誓うなら、私は平元を一人にのみ誓います。話はそれだけです。失礼する。さらばだ。ジメイ。神羅も、これにて失礼します。
寛解に入りたてで、意固地になるのも無理はない。厚遇を拒むというのなら、少し痛い目を見せるとしましょう。超公主。それは、竹志国との交渉のことですか？お前、やるじゃないか。次は手加減してくれ。ジャック様、凶暴司のものです。アメチョウ様が、ジャック様、お目通りを。ああ、わかった。元彼。怒発点をつき、美人のために怒るか。ねえ、ジャック様、勝ち取ったな。彼女の心をな。言っただろ。次は手加減してくれ。なんだか、焼き餅を焼いているみたいだぞ。ああ。とっとと失せろ。消えろ。アメチョウ。ねえ、ジャク様。おいで。どうした？ねえ、ジャク様。私を2度もお救いくださり、苦境から脱させてくれました。その多大なるご恩。根性では返しきれません。もしよろしければ、今日、ここにお泊まりください。私に、尽くさせてください。些細なことでも。おい、困っている人を見過ごせなかっただけだ。気にするな。ジャック様、やっと戻られたのですね。アメチョウちゃんは、あなたが死ぬのではと心配して、遺書まで書いていたのですよ。まさか、これほど心配してくれていたとは。ジャック様、2度も命がけで助けたのは、アメチョウちゃんに好意があるからでしょ。彼女を側に置いてあげて。ああ、独り占めにする気か。アメチョウちゃんも不遇並みの上でして、父親が罠にはめられ、幼くして、凶暴司へ売られたのです。ですがジャック様、ご安心を、彼女はまだ清らかな身です。いいや、俺はそういうつもりじゃ。国舅殿が彼女のせいで死んだ以上、今後、誰が彼女を指名しましょう。ジャック様が引き取らなければ、おそらく今後は、ただひたすら、元働きのような、雑用しかなく、凶暴司で、孤独に生涯を終えるでしょう。ジャック様、アメチョウを引き取ってやってください。ナミエ姉さんは率直な方なので、ねえジャク様、どうか、お気になさらず。いや、そういう意味じゃないんだ。俺のせいで巻き込んだ以上、最後まで責任を持つ。俺は、恩を打って縛るつもりはないし、弱みにつけ込む気もない。行くぞ。やりてばあのところへ行く。お前の身請けだ。身請け？ありえない。凶暴司も商売をしている身だろう。結局は金の問題のはずだ。いいえ、いくらだ？黄金10万両だ。いくらだと？ふっかけすぎだぞ。金もないのに、英雄気取りか。ジャク様。これで話を聞く気になったか？いいや。まったくだ。怖くないのか？ならばさらに追い打ちをかけてやろう。凶暴司が、観察司の金芋を害そうとした。この罪状で10分か。ねえ一金、アメチョウのために、2度も骨を折ってくださった。ですが、私は信じません。ねえ一金が、罪なき人々を虐殺した報いだ。申せ、一体どうしたいのだ？この件は、私が冷酷なわけではありません。凶暴司の娘たちは皆、イエモンが災いに見舞われ、連座に問われて、八つ石に落とされたのです。人々の慰み者として、この身分は、兵元が特別に赦免されない限り、あるいは、規則通りに黄金10万両を納めるか、さもなくば、あの子が60歳になるのを待つほかありません。年金、先のに、どの国衆とどのの県で、凶暴司が被った損失は、すべてアメチョウが肩代わりしたのです。ご存知でしたか？すまない。知らなかった。アメチョウが私のために金を立て替えていたとは、それに、確かに知らなかった。凶暴司の掟など。年金、はい。本当に、アメチョウを思っておいでですか？凶暴司の娘など、あなた方のような追い方にとっては、慰み者の玩具に過ぎない。取るに足らぬ存在。それが私たちの運命。諦めてはいます。ですが、アメチョウは、あの子は、純粋で優しい娘なのです。もし誠に思ってくださるなら、どうか、大切にしてやってください。ですが、単なる遊び相手とされるなら、どうか、早々にお見逃しください。あの子に夢を見せないでやってください。最後には、人もとも、すべて、失うことになります。それ以上は良い。今すぐ兵元には威圧してくる。
直命による斜面を願い出る。私が戻るまで、達者で待っていろ。ネイ殿。君しよ。一諾千金だ。待っていてくれ。母上、いい気分かい？父上、内心のの種は死んだのでしょ？我々に類が及ぶことはないですよね。この大バカ者が、漢字。また父上に撃たれた。ねいじめ、あなた、また何を？よくもそんなことが聞けるな。これが貴様の教育の成果か？名声を貪るばかりで、見かけ倒しではないか。それに引き換え、内心はどうだ？国州都を切り捨てたのだぞ。どれほどの大罪か。兵元の寵愛があればこそ、お咎めなしどころか、武志国との交渉役まで任されたのだ。なんだと？もしこの件を成し遂げれば、張公子と陳将軍の助力があれば、異例の出世を遂げるだろう。その時、あいつが復讐してこないとでも思うか？まさか、あいつにそんな真似が、私の父上は、現職の左僧なのだぞ。無知な女め！一刻前のことを知らんのか？内心はすでに拒絶したのだ。左僧からの誘いをな。くそ、の種め、これほどまでの存在になるとは、これ以上は猶予がない。兵元。内心よ。今頃は準備をしている。はずではなかったか？武志国との交渉のなぜ世の元へ来た？兵元、実は折り入って、凶暴司の雨町と私は、我々二人は、相思相愛の仲なのです。どうか、勅命を、雨町を赦免してください。この大バカ者が、今がどんな少年ばか分かっているのか？朝廷のどれほど多くの者が、お前を見ていると思っている。自分の私利すら、老けていないというのに。それなのに、女遊びとは浮かれている場合か。兵元、どうか勅命を。黙れ！お前は今や監察司の、堂々たる金位なのだぞ。身を固めたいというなら、世の一言あれば、宮中の年頃の娘など選び放題だ。世の娘であっても、構わぬと言っているのだ。なのにお前はなぜ、あのような風神の女に執着するのだ。兵元、雨町は他とは違います。彼女は芸を売っても、見葉打っていません。よくもこと上を。どうしても勅命をいただけないなら、私はずっとここに、ひざまずき続けます。よかろう。いいだろう。では望み通り、そこでひざまずいているがいい。は兵元。兵元の気心を本当にお分かりでないのですね。決して感情に任せて動いてはなりませぬ。せっかくの前途を台無しにしますぞ。お前に何がわかる？これは目だ。目だと？愛など確かに私にはわかりませぬ。兵元のニカコロは、まさか雨町のことで、罪を犯した役人の娘ですからな。ああ、なるほど。わかりました。兵元、ご案じめさるな。我ら新元は信じております。兵元が、必ず矢武国を、さらなる高みへと導かれることを、一挙に大元を攻め落とし、天元を統一されると。密偵との連絡はどうなっている？兵元、ご安心ください。今夜、大元の左僧が、私に会いに参ります。よかろう。聞き及んでいる。大元には最古が都道上元楼があると、まずはそこへ赴き、大元の左僧に会うとしよう。御意、兵元。懐あん、武志国の施設が、京都に到着した。近頃。私は公務で忙しい。お前と遊んでいる暇はないのだ。姉上、まあ座ってください。お座りください。姉上、実はですね、武志国の施設の件で、お願いがあるのです。姉心がこれほどの大役を任されるのは初めてでしょう。姉上。姉上、どうか、彼を助けてくれませんか？私の記憶が確かならば、以前、霊心をからかうよう命じたのは、マーリスさん、お前だったはずだが、いつからそんなに彼のことを気にかけるようになった？父上が私を内心と結婚させるつもりのようなのです。ですから、彼のためにね、回しをしてあげようかと。いつの話だ？父上が内心を、それほど高く評価していたとは、まさかそこまでとはな。ならば、計画を変える必要がありそうだ。ちょうどいい、武志国との剣を利用して、内心の実力を見極めてやろう。あの野郎。真っ昼間から凶暴さえ行くなんて、腹立たしいことこの上ないわ。お前たち、
何の用だ？ほら、こちらへ、陳将軍。これは一体。まあ、本題に入りましょう。これは一体。まあ、本題を聞いてください。ああ、実は、凶暴司の雨、ちょうどのことですが、以前、私が国舅を切り捨てたでしょ？そのせいで彼女を巻き込んでしまった。もし私が彼女に責任を取らなければ、彼女は今後、おそらく凶暴司で身を立てられなくなる。なあ、雨ちょうどの初見に問われた役人の娘だ。今、唯一の方法は、彼女の父親の冤罪を晴らすことだ。その上で兵元に恩赦をきつい。奴席から脱させるしかない。ネイシン、貴殿は、今や監察司の君だ。一回の迎撃のためにこのような真似をして、監察司の面目を、どこへ置くつもりだ。これ以上はよしなさい。身を滅ぼすことになる。これほど情に熱い男だったとはな。言い終わったか。芸儀がどうしたというのだ。ええ、強大な権力を前にしても、死を恐れず、屈しない芸儀を見たことがあるか。とにかく、彼女にはそれだけの価値がある。わかった。凶暴司に送られるほどの子女であれば、それは皆重罪だ。今や、武志国が虎視眈々と狙い、野心を剥き出しにしている。我がし妹は、朝廷の腰抜け文官どもとの、渡り合いで忙しいのだ。これ以上混乱させるな。問題ない。手を貸そう。し妹よ、俺か。シアニに命じて、アメ町の件を調査させてもよい。かたじけない。だが、私にも要求がある。要求とは？武志国との交渉において、あらゆる手段を尽くし、武志国の施設を後がないところまで追い詰めろ。なんだと？武志国の野心は凄まじく、党に範囲を抱いている。新たに即位した、武志国の女帝は、さらなる知略の持ち主だ。大元と武志国は、遅かれは焼かれ戦うことになる。武志国に力を蓄える時間を与えるより、電光石火の勢いで開戦すべきだ。そうすれば朝廷にはびこる。腰抜け文官どもの口も封じられよう。ち妹よ、両国の戦に関わることを、まずは兵元に相乗すべきでは。相乗だと、この京都に福贅沢に溺れた風が、唐の昔に腐らせてしまったのだ。朝廷の百貫の気骨をな。もし奴らが知れば、必ずや全力で阻止しに来る。だが、戦が起きれば、多くの命が失われ、民の暮らしは困窮する。俺とアメ町の市場のために、天戦の民を巻き込むなど、できぬ。初めて会った時、貴殿は私に言ったな。戦場で敵を撃ちたいのだろう。今、好機が目の前にある。どうした？おじけづいたか？知らぬだろうが、我が国の立法では、軍功があれば、死罪を免じられることもある。お前に軍功があれば、雨、ちょうどのを見受けするどころか、立身出世も、思いのままだ。まさか、拒むというのか。これは取引できることではありません。ご存知ですか？一生法なりで万骨狩る。もし一人のために、民を巻き込むようなことをすれば、私とあの私欲にまみれた者たちに、何の違いがあるというのです。兵元の工場を賜り、監察司に入れていただいたのです。幾度も視線を越えた私が、兵元の天元を取引の材料にするわけにはいきません。ならばお前は、雨ちょうどのを救いたくないのか？人を救う道はいくらでもあります。もし、陳将軍がお力添えくださらないなら、別の方法を考えます。今日のことは、他言いたしません。おい。あの若造め、身の程知らずにも程がある。今日も承諾していたら、この将軍府を生きては出られなかっただろう。視野に、アメ町の件を調べてくれないか？わかった。これほど情に熱い男だとは思わなかったぞ。お嬢さん、迷信のたわごとを信じちゃいけないよ。あんな大物たちの目にはね、私たちはただの慰み者なんだよ。よく考えなさい。今や国舅様の騒ぎも収まったんだ。数日したら、またあんたのために入連の宴を開いてあげる。これからの暮らしも安泰じゃないか。いいえ、レイ様を信じています。あの方は必ず戻ってこられます。まだ信じてるのかい？あいつが戻れるなら、私は。何？レイ様。レイ様。あら、随分とお早いお帰りだね。すまない。雨町。生死を賜ることはできなかった。だが、もう策は考えてある。軍功で死罪が免じられるなら、武志国との商談を、
無事に成し遂げれば、道は開けるはずだ。すべて私のせいです。私のせいでねえように、これほど苦労をかけてしまって。ねえ、案ずるな。今日はいい天気だ。どうだ？外を案内してやろう。そうだ。上元楼のアヒル料理は絶品だぞ。本当ですか？ですが、今日はナミエネー様がいません。私のような身分では、外出は許されません。これは、凶暴司の掟ですから、女子たちが結託して、逃亡を着てるのを防ぐための、だがな。起きてはあくまで起きて、融通は利くものさ。ええ。何より、ネイキン医の人品を信じてのことだ。だが、夜の営業が始まる前には戻るんだよ。アメ町は今、客を取る必要はないが、ここにいてもらわねば困る。もし何かあれば、上への申し開きが立たん。ありがとうございます、お母様。おい、こいつに礼など言うな。時間がない。手短に話そう。我が竹宿には今回、貢ぎ物の件を口実に、出兵の機会を伺っている。何としても、貴殿には紛争の火種を巻いてもらわねば。この私は大言において、一人のもと、万人の上の身分だ。今更、売国してまで映画を求める必要などない。新鮮さんの使い心地はどうだ？もし大言の皇帝が知ればどうなるかな。左層の放置で、民が飢える一方で、農園には新鮮は長崎乱れ、新鮮さんで朝廷の役人を骨抜きにして支配していると、貴殿がどんな末路をたどるかをな。私を脅すつもりか。貴様ごときにその資格はない。おとなしく私の指示に従え。ことがなれば、見返りは十分に出そう。我が国が大元を攻略した暁には、高官の地位も、皇宮も約束しよう。この和議の件は、内心が任されている。奴を生かしておいては、厄介なことになる。この私を脅したからには、貴様らも、生きては帰れんぞ。釈刀殺人の刑だ。一石二鳥よ。迷信だと？聞いたこともないな。だが、我らの行く手を阻むなら、殺すまでだ。まずは腹ごしらえだ。それから、上元楼を案内してやる。ネイ殿の仰せのままに。若旦那、いらっしゃいませ。個室を頼む。こちらへどうぞ。よくも私を殴ったな。私が誰か分かっているのか。むやみに手を出すな。身の程を知らせてやる。ここは凶暴。司の12号ではないか。アメチオ殿ではないか。なぜ彼女がここにいるんだ。監察司の金員ともあろうものが、あろうことか。風神の女を連れて歩くとは、実に風紀を見出す振る舞いだ。文人の名誉ごしめ。その通りだ。ここは上元楼だぞ。凶暴司ではないのだ。皆様、どうかお静かに。私ごと気が口出しできる相手ではありません。監察司のお方ですから。申し訳ございません。ネイ様、私が至らぬばかりに、早く帰りましょう。このような女を我らと共に食事させるとは。何の騒ぎだ？大元の監察司だ。お前か、密告したのは。私であるはずがなかろう。少々お待ちを。様子を見てこよう。かねてより聞いておる。大元の監察司は、至るところに潜んでいると、せっかくで食わしたのだ。共に見物に行こうではないか。ごめんなさい。ネイ様、私のせいで、二度と人前に顔を出したりしません。ネイ用にまで、恥をかかせてしまいました。謝るべきはお前ではない。あいつらだ。馬鹿げている。監察司は、百官を監視する場ではないのか。貴様のような不届き者が、どの面も遂げて、民の無念を晴らすというのだ。囚人。この二人を追い出さないのなら、この上元楼には、もう二度と来ないぞ。我らの身分を何と心得る。このような卑しい女が、我らと席を並べるなど、身の程知らずだ。こちらのメンツが潰れるわ。私のことはなんと、煽っても構いません。ですが、ネイ様を侮辱することは許しません。私があなたの顔に泥を塗ってしまいました。気にするな。俺の目にはあいつらは、人間には見えていないからな。我ら全員を愚弄する気か。揃いも揃って、成人面下偽善、シャドモメ。何様のつもりだ。俺に説教する資格などない。才能について言えば、お前はとっくに俺に敗れている。他の連中も俺の前では、赤子も同然だ。被害について言えば、俺は愛する女のためなら、苦に羞とすら切り捨てる覚悟がある。どうだ？自分の身分が、苦に羞とよりも、尊いとでも言うのか？国衆とを切り捨てただと、お前が書いたのか。陳将軍に詩を送った、監察司の、ネイ金水だな。
バレたか？言わせてもらえば、お前らの中で普段から言ってない奴はいるか？あの色町にな。口を開けば仁義道徳だが、腹の中は、男は盗み、女は不貞のことばかり。俺の目から見れば、お前らは皆、人の皮をかむっただけの、聖人君主を装った、ただの獣だ。我々はな、ネイキン・イドナの評判を案じて言っているのだ。お前に案じてもらう必要はない。なぜそうもずうずうしい？どいつもこいつも、教えてやろう。聖人は心で論じ、行いでは論じぬ。俺は天地人命に誓って恥じることはない。お前、今すぐこの場で、俺の女に謝れ。さもなくば、ここで血祭りにあげてやる。さもなくば、ここで血祭りにあげてやる。やめろ。左そう。私の触覚に、この芸儀へ謝罪させるな。この左娼婦の面目をどこへ置くつもりだ？あんたのことなど眼中にない。その触覚が何様だと言うんだ。上元楼は、天元の文人仏閣が集う場所。今日の振る舞い。まさに貴殿の、宝刀そのものだ。恐ろしくないのか？兵元に対し、貴殿を弾劾することを。数日前は、大殿であれほど、俺をかばっていたのに、どうした？今度は自分で墓穴を掘るつもりか？俺の女を辱めた以上、理屈などどうでもいい。謝るか、それとも、ここで死ぬかだ。旦那様。左そう。あんたが選べ。今日は、大事な密談の日、騒ぎが大きくなり、竹し国の使節団が露見すれば、玄関どもが私を弾劾するに違いない。どのみち、内心の命はもう長くない。今は一時の怒りをこらえるのが上策か。そう、雨ちょうどの。雨ちょうどの。先ほどは酒に酔いしれ、無礼を働いた。どうか許してくれ。雨ちょうどの。平に許してくれ。うせろ。直ちに。ネイ殿が私のために、左僧を敵に回すことを厭わないなんて、ネイ様、あなたが私を見捨てぬ限り、好みが土肥になろうとも、あなたの小川にお仕えします。おっと、違うんだ。なぜ泣いている？おそらく、風が強く砂がまたせいで、目に砂が入ったのでしょう。てっきり、私の男前ぶりに見とれて泣いたのかと。ええ、ネイ様は、この世で、一番素敵で、最高の殿方です。口のうまい子だ。どこか落ち着ける場所へ行こう。あの若さで左僧に立てつくとは、あの男を調べろ。御意。ジャック様、もしお加減が悪いのでしたら、いかがでしょう？私に、お手伝いさせてください。少し待っていろ。ジャック様、これでよし。なあに、大丈夫たるもの、柔軟であるべきだ。ジャック様、私は、お屋敷の使用人でございます。ジャック様、お戻りください。ネイカン、あの野郎、何の用だ？ジャック様、お忙しいのでしたら、お仕事の方を優先してください。私は、先に凶暴司へ戻ります。安心しろ、必ず。一刻も早く、凶暴司から救い出してやる。贈り物を仕分けておいて、ネイシン兄様がこれほどの大事を任されるのは初めてなのだから、隅々まで気を配らなくては、油断は金持つよ。百官たちに笑い物にされるわけにはいかないわ。承知いたしました。それは静かに置いて。あら、随分とたくさんあるわね。何をしているの？そうか、わかったわ。迷信のために準備しているのね。縁談がまとまったわけでもないのに、もう海外敷く世話を焼いているなんて。姉上。いいわ。もうからかわない。大事な話があってきたのよ。知らせが入ったわ。迷信が兵元に謁見した際、凶暴司の女のために慈悲を請うて、兵元の逆鱗に触れたんですって。なんですって凶暴司の女？なんて不敵な男かしら。だから、あなたたちの縁談だけど、おそらく白紙になるわね。彼は今どこに？おそらくね。いいえでしょ。門までね、維新を迎えに行きましょう。ジャック様、
差し出口を叩くわけではございませんが、あなたは、我が根いいえの長男です。たとえ一時的に挫折したとしても、それは運が悪かっただけのこと。なぜ迷信ごときに、あの癒しい種に対し、あのようにへり下るのですか？私に指図する気か。滅相もございません。失せろ。これは貴様が自ら招いたことだ。弟よ。ようやく戻ったか。私を何と呼んだ？弟よ。我らは結局のところ家族なのだ。以前のことは、すべて兄である私の非だ。どうか許してくれ。広い心で受け入れてほしい。貴様のような馬鹿が、よからぬことを金でいるのはお見通しだ。腰を抜かさせてやる。兄上の言う通りだ。内心よ。今の自分の姿を見てみろ。堂々たる歩きぶり。その身にまとう金、実に気品に溢れているな。何の用だ。兄上。私はただ見に来ただけだ。かつて世間に疎まれ。ね。家で屈辱を舐めた。癒しい種が、いかにして成り上がり、我がね家の長男に頭をもとげさせたのかをな。癒しい種のために、私をぶつなんて、黙れ。お前の考えなど、お見通しだ。我らは皆家族だ。以前のことはすべて誤解なのだ。何が誤解だ。癒しい種はどこまでも癒しい種だ。一冊の映画が何だというのだ。兄上、我らは左僧の孫であり、霊部少書の着手だぞ。迷信ごときが何様だ。我らと兄弟を気取るなど、身の程知らずだ。落ち着け。私に任せろ。出て行け。兄上、失せろ。失せろと言っている。いいだろう。私が生きている限り、奴をね、家には入れさせん。さあ、行こう、弟よ。お前も知っての通り、異教は幼い頃から母上に甘やかされて育ったのだ。いえ、一体何の真似だ？弟よ。兄として心から和解したいと思っているのだ。結局のところ、今後の根家はお前の手で再興せねばならんのだからな。弟よ。私は生まれてからこれまで一度もお前と同じ善を囲んだことがない。今日という日は兄としてお前に謝罪させてくれ。我々でこの一杯を組み交わさないか？まずは私が飲み干そう。内心。内心。内心。まだこんなところで酒を飲む余裕があるのか。孔子殿もと。鬼法の講習。ちょうど良いところへ。いかがです？一緒に飲みましょう。さあ、味わってみてください。飲まないわ。わかっていたさ。この間抜けめ。よからぬことを金でいるな。腰を抜かさせてやるわ。悪いな、兄貴。聞きたいことがある。凶暴司のあの娘に惚れているのか？君には関係ないだろう。いけないわ。父上はまだ、彼に私たちの縁談を話していないのよ。私があまりにせき立てれば、まるで嫁ぎたくてたまらないみたいじゃない。凶暴司のような色町に、まともな人間などいるものか。でたらめを言うな。アメ町は違うんだ。今や父上は、あなたをこれほど重用されているのに、父上を失望させるとは思わないのか？アメ町とのことは私事だ。兵元には何の関係もない。懐案が言いたいのは、あなた自身の身を慎めということだ。その通りよ。今や竹志国の施設が京都に到着したのだ。本文を疎かにして、ここで酒を飲む余裕などあるのか？公主、私は、血弟に謝罪をしていたのです。彼のせいではありません。しばらく見ないうちに、この兄は、頭でも打っておかしくなったのか？やれやれ。先の数々の出来事を経て、私もようやく目が覚めました。以前は、血弟に対し、数々の失礼をいたしました。残機の年に応えません。細やかな酒を用意し、これで罪を浴びようかと。いいわ。そういうことなら、3倍続けての、見干しなさい。そうすればね。一心も過去を水に流し、あなたを許すでしょう。それで良いわね。ええ。おやおや、孔子殿元が創業るのなら、我ら新元たるもの、当然、従わねばなりませんな。さあ。まさか孔子の御言葉すら、聞かぬつもりか？さあ、まさかこの酒に毒でも？まさか、そんなはずは。毒だと？なら話が違うな。姉上はこれらの酒をすべて飲み干せと言っているのよ。まさか、高姉殿元の言旨に背くつもりか。ならば、飲み干すがよい。
感じ。よもや、二人の姫君が起こしとは、お迎えに上がらず、失礼いたしました。何卒ご容赦を。許しが欲しいのであれば、たやすいことだ。息子と共に、その酒を、一滴残らず、飲み干せ。それは明暗だな。さあ。飲めません。飲めぬ。まさか、本当に毒が吐いているのか。ふと、土器千万、姫君を毒殺しようなど、なんたる大罪。これは何かの誤解に相違ございません。ならば、こやつに、その酒を残らず飲ませろ。飲め。漢字。この愚か者が、何をする気だ。これは、ねい少々。何か申し開きは。ご安心を、直ちに追っ手を放ちね。遺憾を連れ戻します。必ず雇え。叱るべき処罰をいたします。ネイキン、将軍がお呼びです。半金が外で待っております。好都合だ。半金医に調べさせろ。この箱の中に何が入っているのかをな。凶暴塚さえ行く口実にするでない。お祖父様、お助けください。この愚か者が、新鮮さんを奪われ、毒殺もし損じよって、この剣が露見すれば、お前のみならず、この刀とてただでは済まぬ。何としてもお救いください。お祖父様。小国様、超公主がお見えです。奥へ行って、身を隠せ。騒ぎが収まるまで、娼婦から出るな。はい。ありがとうございます。お祖父様、早く。公主殿のもと。左そう。ネイシンが新鮮さんを手に入れ、半金医に渡したようです。観察司の腕をもってすれば、全容が解明されるのも時間の問題でしょう。ご安心を、公主殿のもと、その件で、観察、司の追及が、どうに及ぶことはありません。随分な自信ですね。もしや、観察司にも、息のかかった者がいるのですか？公主殿のもと、なぜ、さっきから私をじろじろと。わらわは公主ぞ。指図を受ける筋合いはないわ。見てやる。見てやるわ。見てやるんだから。ああ、公主殿のもと、お怪我はございませんか？大丈夫よ。お上手ですね。ここは非常に危険です。至急、宮中へ、お戻りください。姫様、この先に将軍府がございます。まずは将軍府へ向かい、将軍に護衛を頼み、宮中へ戻りましょう。実になんという、大胆不敵な、白昼堂々。姫様を狙うとは、視野に、私の命を伝えよ。直ちに全城を捜索し、一兵たりと、物がすでない。承知いたしました。陳将軍、呼び出したのは何の用だ？以前頼んだ例の件か？進展があったのか？アメ町の素性だが、調べがついたぞ。父は元の陳州志士だ。だが10年前、汚職に手を染め、私腹を超えやした。そのせいで陳州には、餓死者が溢れ、大地は荒れ果てたよ。本来なら、孔正樹の刑に処されるべきだが、我が師兄が駆けつける前に、毒を芸で自害した。凶暴司に善人などおらぬと言っただろう。10年前、アメ町はまだ幼かった。彼女に罪はないはずだ。きつい性格だな。少しは可愛げがないのか。一体どんな手を使って、お前をたぶらかしたのやら、今でも彼女をかばうなんて、今日あんな目にあったのに。もう少し優しくしてくれ。陳将軍。ネイシン、もう一つある。例のものを覚えているか？姿を現し、二度もお前を救った覆面の男だ。例のものを覚えているか？姿を現し、二度もお前を救った覆面の男だ。追跡に失敗した後、物を検話して調べさせた。判明したのは陳州出身だということだけで、他には何もつかめなかった。お前が放浪していた頃にも、何度かお前を救っている。私を救った？
推測するに、誰かがお前を守るために配したのだろう。私を守るために。一体誰だろそれは、自分で調べるしかないな。ああ。そうだ。前よ。今井、アメ町の件だが、前にも忠告したはずだ。天にも届くほどの功績がなければ、彼女を救い出すことはできぬ。う。たとえ火の中水の中だろうと、必ず彼女を救い出す。そうか。アメ町の口は実にお上手だな。私だって負けてない。霊部少女の死生児が、たった一種の死で、大元皇帝にこれほど称されるとはな。国衆とを殺しながら、お咎めなしとは、そんなバカな。恐れながら、疑念がございます。大元の左僧が、この男の暗殺を命じたのは、何か裏があるのではないでしょうか。へえ、もっと。作戦は失敗しました。強敵の傍らには、半金医だけでなく、大元の懐暗号師もおりました。大元の講師と。観察塚さの金意を従わせるとは、面白い。ぜひ一度。相馬見えたいものだ。例のものの用意は万事と整っております。今回、大元の者どもは、我が竹志国の意向を前にして、震え上がることでしょう。よろしい。大元に伝えよう。明日、宮中に参じる。大元の皇帝と、百貫に会うとな。どの元、あなたと懐藩は一体何を兼ねんでいる？ネイシン、本当に分かっていないのか。女子の恋心というものを。だが、その話はまた後日だ。今日は忠告に来た。左娼婦がお前に手を出そうとしている。くれぐれも用心せよ。どの元は、左僧と実婚の間柄では？どこでそう判断した？朝廷での振る舞いや、左娼婦での様子、明白ではないですか？さすがは私が見込んだ男だ。今回の竹志国との交渉は、またとない好機だ。私と手を組み、左僧を失脚させぬか？お前のような、天賦の才を持つ者が、将来、誠心誠意、私を補佐し、私が即位した暁には、語り草になるではないか。君臣が心を通わせたという美談にな。それに、今、左僧と結託しているのは、時勢に迫られてのことだ。気になりますね。超孔子を変えかせる者がいるとは。無論、父上だ。父上は軍神の前で、私の徳を唱え、阿孫を抱き込む機会を与えて、徒党を組むのを黙認しておきながら、一向に認めようとしない。私が後継者にふさわしいということをな。なぜかわかるか？私が女子だからだ。ネイシン、父上はすでにご高齢だ。若い頃の戦傷が元で、もはや苦は望めぬ。唯一の長男も幼くして亡くなった。考えてもみろ。私の慈悲深い父上は、私に希望を持たせながら、機会だけは、決して与えぬのだ。与えられぬというのなら、自らの手で勝ち取るまで。なぜ私が左僧を倒せると？父公のお考えを知っているか、懐案をお前に嫁がせるつもりなのだ。え？通りで彼女が反対するわけだ。アメ町を安石から救うことをな。では、これは知っているか？父公がなぜこれほどお前を好まれるのか。それはお前の振る舞いよ。一挙手一投足。そしてその再起が、ある馬鹿に生き写しだからだ。一日中交差圏でいた。人は皆、平等に生まれるとなか。天元は民のものだとも言っていた。父公も百貫も、すべては民に仕えるための賢い馬鹿だった。まさか本当に転生者がいたのか？死んでいてよかった。でなければ、私の死を聞かれたら、気まずくて仕方ない。父公も左僧も、彼らはもう追い先短い。これからの天元は、我らのものだ。お前さえ望むなら、元宮が嫁いでもよいのだぞ。後に即位した暁には、共にこの世をすべようではないか。どうだ？なぜ、それほど私を信じるのです？初めてお前に会ったその時から、お前の姿の中に、あの者の面影を見たからだ。あの者が創生せねば、今の私はなかっただろう。ネイシン、お前に拒否権はない。私とお前は、似た者同士なのだ。我らには最初から退路などない。無知な小僧め、神聖なる朝廷で、よくもこれほど無礼な真似を、礼儀知らずめ、罰すべきだ。そう逆めるものではない。内心は初めての天上試験なのだ。作法を知らぬのも無理はない。ならば、ネイジ名誉。お前がネイシンに教えるがよい。礼儀作法というものな。信よ、王都の出勝手は許されん。八へ寄れ。どっちへ寄るんだ？当然、外で立っておるのだ。まさか、
自分の立ち位置もわからぬのか？たかが金位の分際で、この大殿で発言する資格が本当にあると思っているのか？兵元の門番でもしてこい。おい、もし行かないと言ったら？熱心、将を忍ばざれば大謀を乱すという、この場で過ちを犯せば、すべては大罪となるのだぞ。俺が間違ったことを言ったか？おい、こいつらを見ろよ。朝服を身にまとい正殿に立ちながら、どいつもこいつも聖人君子を気取り寄って、本来王子たちが考えるべきは、いかにして兵元の憂いを除き、民の苦難を救うかということだ。決して、先民意識に浸ることではない。この青二才が、よくも我らを説教してくれたな。万朝の文武官が、子供一人に劣るというのか。断じてお前を弾劾してくれる。兵元のおなり。兵元には家ついたします。不届き者め、兵元のお前であるぞ。なぜ膝をつかぬ？兵元、内心は不敬極まりませぬ。死罪に処すべきです。何とぞ厳罰を。父上、内心は初めての三代ゆえ、作法を心得ておらぬのも、無理からぬことです。どうか、お怒りをお慎めください。上皇主、陳将軍、無知は免罪の理由にはなりませぬ。もしこれを許せば、兵元の威厳は、どうなるのですか？念をあげよ。感謝いたします。兵元。内心、己の罪が分かっているか。兵元、罪は承知しております。ですが、一概に私のせいとは言えませぬ。お前のせいでないなら、兵元に非があるというのか。おや、なぜ分かったのですか？兵元は、そのお手で天元を清め、その大足で健康を神話す。まさに竜のごとき威厳。私はその威圧感に圧倒され、思考が追いつきませんでした。それゆえ不敬を働いてしまったのです。それに存じております。この聖殿には、作法が多いことを、もっと手にひざまずいて、礼を薄ることを恐れたのです。どうか兵元お裁きを。筋もそこまで言えば、大したものだ。そのお手で天元を清め、そのお足で健康を神話すか。よかろう。作法を知らぬというなら、そのまま立っておれ。兵元、たった今、諸公は、私が礼儀を書いていると非難されました。故に、兵元がいらっしゃるこの場をお借りして、いくつか言葉を皆様に送りたいと存じます。お聞き苦しいかと存じますが、そうだ。汝らの俸禄は、すべて、民の汗と涙の結晶である。求みは虐げやすくとも、上天は欺きがたし、願わくば諸君が職務を全うし、民の幸福を願わんことを、兵元の憂いを除くためでございます。見事だ。内心の言葉を、陳は望む。諸教ら、心に刻んでおくがよい。よし。本題に入ろう。先世よ、武志国の施設、入土のせよ。無礼千万、これは公然たる挑発だ。無礼な施設め、よくも戦旗を掲げ、武器を携え参大するとは。これが、我が武志国の習わしだ。施設殿、知らぬわけではあるまい。里に入っては、里に従うという道理を、かような振る舞いで、この宰相がどう助けられようか。我ら武志国の施設は、我が朝の君主の代理である。なぜ他国の習わしなど、気にせねばならん。控えよ、話し合いに来たのか？それとも、宣戦布告か？聞けば、大元の皇帝は度量が広いとか、見るに、大したことはないな。二人とも、反るな。頃合いを見て、お前は武器を奪え。俺は旗を折る。機会をやる。自らひざまずけ。我が朝の兵元に謝罪せよ。どいつだ。この施設に指図するとは、網の程を知れ。おやおや、忠告を聞かぬなら、死にたがりめ。大元は、礼節の国を自称しているが、これが客へのもてなしか。礼儀を重んじるというなら、俺が礼儀を教えてやる。外邦の施設が兵元には威圧する際は、気配の礼を行うべきだ。ひざまずけ。武志国の民が、ひざまずくのは天と地、父母、そして君主のみだ。なるほど。角元は言葉が通じないようだな。ならば俺が、
拳で語ってやろう。まだ手出しするか。熱心。ならぬ。お前を血で汚すな。施設に手を出すとは、万死に値する。早くやれ。やるんだ。ひざまずくのか、ひざまずかぬのか。牽制を傘に来て、竹志国の鉄騎兵が恐ろしくないのか。この屈辱、決して忘れん。皆さん、見ての通りだ。奴が先に不当な挑発をしてきたのだ。過ちを犯せば、罰を受けるのは当然だ。内心。怪我をするなよ。訓辱められれば、紳士す。今日お前がひざまずかなければ、それは我が君、大元の皇帝兵元を侮辱することだ。真ほどとして、死んだ方がマシだ。兵元が辱められるのを、黙って見ているくらいならな。二つの選択肢をやる。一つ目、我が大元の皇帝にひざまずけ。二つ目、差し違えて、ここで死ぬかだ。一、二。三。野蛮な男め。それがどうした？知っているか？イノシシ武者が怒れば、血は五歩を濡らすのだ。若いくせに、大元の管理でありながら、その振る舞い、まるで無頼感ではないか。英雄。出生を問わず、無頼感に。年齢は関係ない。熱心。なんという大胆な不尊。あまりにも無礼である。兵元、ネ心は朝廷を軽んじ、卑劣な手段を用いました。彼に元しませ。大不敬の罪を、ネ心の行いは、まさに大元の恥さらしです。大元は礼節の国なり、ネ心の陰険、割礼国な、卑劣なやり方は、国威を辱めるもの。兵元、厳罰を処されますよ。兵元、厳罰を処されますよ。この子死ぬけどもが、ただ己の安逸を貪るばかりで、少しも持ち合わせておらぬ。大国の管理としての、誇りと気概を。書簡よ。なぜ先ほどは声を上げなかった？竹志国は未開の番地ゆえ、礼節を知らぬは、当然のこと。まさかあのような、野蛮人と、同列に語れというのか。話のすり替えはやめろ。朝廷に手や物を振り回し、言葉で脅すとは、三国間の戦争を招くと思わんのか。書簡よ。実によく回るし、ただこと、ちょうどいい。お前たちに送りたい詩がある。青い山を噛んではなさず、揺るぎもしない。その根葉固き。岩の中にあり、粉骨細心も恐るるに足らず、ただ清廉さを、この世に残さん。人として生きるなら、少しは骨のあるところを見せろ。見事だ。口を開けば先古の絶唱。お前を大元の視線と呼んでも、過言ではないだろう。熱心よ。この一種でお前は、朝廷の文武百官すべてを、完全に敵に回したぞ。だが、今日の朝廷での振る舞いは、あまりにも傍若無人ではないか。者とも、ネイタツを連れて行け。上計30回に処す。容赦なく撃て。兵元、おかしくありませんか？台本を間違えていませんか？兵元、ネイタツは法も、恐れぬ不届き者、肩をないがしろにし、朝廷を見出しました。この程度の罰では、少々軽すぎるのではありませんか？ならば、刀を授ける。お前がネイタツを殺すがよい。滅さうもございません。失礼いたしました。兵元、お許しください。全高校、お前が刑の執行を見届けよう。ロード、御意にございます。参りましょう。竹志国の施設よ。この落とし前で、満足であろう。兵元、英断でございます。この件が片付いたからには、次は話をしよう。将校の件についてだ。その件なら、すでに決めてある。ネイタツに一任した。刑が終わった後に、物友ではなし合うがよい。悪を制すは悪のみ。せいぜい頭を悩ませるがいい。これで模様を侮れるか見ていよう。隊長せよ。全高校。その棒は太いのですか？私に棒などあるわけなかろう。いや、そういう意味ではなくて、
後で撃たれる時にですよ。手加減してもらえませんか。兵元の見心を分かっておらぬな。今日は朝廷を騒がせはしたが、兵元の顔を立てたのだ。わしもあの施設は嫌いでな。今日の君の立ち回りは、実に見事であった。そんな兵元が、どうして本気で罰せられるものか。なるほど。では、兵元の勅命ですし、いっそのこと、形だけで。おっと、そういうことか。すでに手配しておいた。代わりに形だけ済ませておいたぞ。母、老前、話がわかるな。身を言うと、誰しもに自分の人生を選ぶ権利がある。まあ、私は皆を尊重している。もちろん、私を怒らせた奴以外はな、こうして出会ったのも、何かのヘリ。もう友達だ。ふむ。今度宮廷を出る機会があれば、凶暴司に招待しよう。酒を飲むだけならいいが、女のことはもう良い。おっと、失礼いたしました。そういう意味ではありません。今日、自身が犯した罪を分かっているのか。まだふざけている余裕があるとはな。真、罪を認めます。あの僧正は、すべてお前を弾劾するものだ。朝廷の百官は皆、お前がも過ぎると言っておる。武志国との交渉役には不向きだとな。故に陳は今日、特別に命じた。武志国の施設と、お前自身では成し合うがよい。この件、必ず成し遂げよ。百官どもに知らしめるのだ。陳の目に狂いはなかったとな。御意にございます。兵元、今日の朝廷での様子で、よくわかりました。この文武百官どもは、陳将軍を除けば、どいつもこいつも骨抜きばかりだ。いかがでしょう。我らで奴らを一泡吹かせては。今や武志国が越し、淡々と狙っております。国庫も逼迫しており、この朝廷は、これ以上の混乱には耐えられません。兵元、ご安心ください。新二策がございます。ですが。言いたいことがあるなら申せ。前世大鳥は、金軽の侍で、数十年この付き合いだ。身内なのだ。いえ、そういう意味ではありません。兵元の寵愛を賜るとは大したものですな。この私も兵元より、熱い信任を得ております。兵元、現在、国庫は厳しい状況です。百官から寄付を募りましょう。奴らを見てください。どいつもこいつも私腹を超えやし、金が余って仕方ない様子。それなのに戦を恐れるとは、少しばかり身銭を切らせるのです。当然の報いでしょ？策はあるのか？兵元、今日は私が、武志国の使者を怒らせましたからな。次の和睦交渉の気は、さらに畳みかけます。いっそのこと、奴を殴ってやりましょう。また殴るというのか？朝廷の役人どもは和睦を望んでいるのでしょう。ならば、開戦を口実にして、腰抜けの役人どもを脅すのです。拒絶されたところで、事前の策として、寄付を要求するのです。さて、いくら出させるかは、兵元がどれほど集めたいか次第です。武志国の使者はどうするつもりだ？適当な口実を作って追い払ってしまえばよかろう。まさか本気で確かめに行く。バカはいないだろう。金を受け取ったかとな。お前という奴は、実に悪煮えが働くの。いかん。こいつとは距離を置かねば、わしの老後の蓄えまで巻き上げられてしまう。分かっているのか？この件を成し遂げれば、どれほど多くの恨みを買うことになるか。武志国の宿敵ともなろう。兵元のため、大元のためならば、悪名を背負うことは愚か。たとえこの命を捧げようとも、みじんも悔いはございません。よかろう。ここ数年、朝廷の寄生虫どもが、民の血税を、どれほどドンってきたことか、そろそろ、吐き出させる時だな。ならば、陳もその芝居に付き合おう。兵元、もう一つお願いが。もし成功した暁には、どうか、アメ朝の奴席を免じていただけませんか？少しは憤をわきまえんか。兵元が本気でお前を罰せないとでも思っているのか。一つ、聞くが、陳の娘たちは、それほどまでに劣るというのか。いえ、兵元。もうよい。まずは結果を出せ。元彼。真、通信で受けたまわります。うせろ。たかが風神の女のために、あやつは、真に逆らうとはな。老前よ。その女に会ったことはあるか？ございません。人をやって調べさせろ。その女の年齢から、立ち居振る舞いや品性まで、徹底的にだ。良いか、決してあやつに悟られるなよ。良いにございます。
それは本当なの。ネイシン兄様は、父上の面目を保つため、命すら惜しまなかったなんて。本当だよ。朝廷の文武百官が皆証人だ。わざわざ教えに来たのはね。あなたが彼をしっかり手なずけないと。考えてもみて。いずれは夫婦になる仲でしょ。今や彼は朝廷に出資した身。敵を増やしすぎるのは、決して良くないわ。でも、私に彼を抑えるなんて無理よ。簡単なことじゃない。彼について回って、騒ぎを起こす前にね、彼をやめればいいだけのこと。一理あるわ。さすがは公姉上だ。行くぞ。今すぐ彼を探しに行こう。奴が騒ぎを起こさぬようにな。ちょっと。ほら、行くわよ。もう少しゆっくりして。先日、貴殿を襲った国威の者の素性ですが、判明しました。左娼婦のものでした。それと、以前持ち込まれたあの黒角王ですが、その出所も突き止めました。京都広しといえど、それを持っているのは左娼婦だけです。やはり奴だったか。承知しております。長公主が貴殿を訪ねたと聞きました。この二つの件をお伝えしたのは、覚悟を決めていただきたかったからです。決して一時的な感情に流され、誤った選択をなさらぬよう。わかっている。そこまで遊びたいというのなら、最後まで付き合ってやろう。ネイシン、先ほど手紙が届きました。野良犬め、老芝の命を救いたければ、ここへ来い。一人で来ることだ。さもなくば。ジャック様、私の家族は何も知りませぬ。何卒、お見逃しください。家族を解放してください。貴様、何様のつもりだ？ああ、この俺に指図しようとは。おとなしくここでひざまずいていればいいものを。芝おじさんを離せ。兵元、左僧がお見えです。内心を始末する手はずではなかったのか。一体、どのような手配をしているのだ。我らのやり方に、貴様が口を挟むことではない。だが限定はこの件を、すでに内心に任せたのだ。私にはもう手助けできぬ。案ずるな。内心がどれほど再起に溢れていようと、人である限り、弱みはある。脅しか誘惑か、奴に会う方法があるはずだ。この件で心を砕く必要はない。だが、今日はいいところへ来てくれた。大元の国境守備図が必要なのだ。年には年を入れ、左僧の署名が入った、軍の出動と赤書通貨を認める書状も必要だ。竹宿には兵を出すつもりか。余計な詮索は無用だ。私が求めたものを準備せよ。これは大逆水。売国行為。貴様に選択の余地など、あるのか？我が朝からの贈り物である、新鮮花を受け取ったその時から、貴様はすでに国を裏切っているのだ。私に協力すれば、引き続き交換としての風紀を約束しよう。さもなくば、貴様のすべての罪状が、今夜のうちに届けられることになるぞ。大元皇帝のお前だぞ。旧族皆殺しにされても、文句は言えん。貴様らにはめられたか。3日の猶予をやる。兵元、たとえ左僧の書状があろうとも、多くの兵を送り込むことはできません。大元ヘールには、平和精鋭たれ。王差を今日明日、直ちに内心を呼んで参れ。もしあの者が味方にならぬのなら、早急に切り捨てるべきだ。さもなく馬公庫の憂いとなる。御意。しばしくを離せ。来るな。ジャック様。この野良種め、ようやく現れたか。ああ。今日こそ、今まで受けた屈辱をすべて返してやる。人を救いたいんだろう。ほら、己を一度切るごとに、一人離してやろう。さもなくば、こいつらの死体を片付ける準備でもするんだな。ねえ京明、京都にいながら、これほど大胆な脅迫を仕掛けるとは。まずは様子を見ましょう。わかっている。お前、少しはやるようだな。だが妙な真似はするなよ。さもなければ、この老いぼれの命は、つゆと消えるぞ。ジャック様、逃げてください。黙っていろ。しばしく。3つ数えてやる。自分で選ぶがいい。おい、待て。今や俺は、竹志国との交渉役だ。俺に指一本でも触れてみろ。兵元はね、いいえを許さないぞ。俺は左僧の孫だぞ。霊部少書の息子だ。貴様のような野良種が死ねば、死人のために、俺を責める奴などいない。貸してやる。ジャック様。しばしくへの恩を返すと思っ。しばしく。何者だ？話すか、死ぬかだ。
こっちも3つ数えてやる。今ここで話したら、俺も殺されるんだ。誰も話すんじゃないぞ。ああ、ああ。彼だ。ジャック様。お怪我はありませんか？すべて私のせいです。弱用の命を危険にさらしてしまった。しばしく、水臭いことは言わないでください。左僧とネイフが、旧曽根子を噛む事態に備え、家族を連れて、俺の買った屋敷に移ってください。万一左僧が、あなたに何か。心配いりません。奴らに手出しはさせない。何をするつもりだ？やめてくれ。殺さないでくれ。お前は今、大事な時期にいる。むやみに手を汚してはなりません。こいつを監察司に引き渡せ、語りの足って処罰する。嫌だ。監察司になど行きたくない。この機に及んで、選べる立場だと思っているのか。内心。半金医の言う通りだ。監察司を信じろ。いいだろう。だが今後、二度と今日の街で、こいつを見たくない。任せておけ。行くぞ。もう隠すまい。かつての幼い鷹も、今や翼を広げ、立派に成長した。ならば私も、これ以上忍ぶ必要はないな。私が幼い頃に放浪していた時、私を救ってくれたのは、お前か。一体、何者なんだ。ただの高庫の者に過ぎん。あの日、重傷を負い瀕死だった私を、お前の母上が救ってくれたのだ。その後、彼女は卑劣な者に命を奪われた。私は大事な公務の最中だった。故に、血ながらお前を助けてきた。彼女への恩を返すためにな。母殺されたというのか。誰の仕業だ。左僧だ。それと常如月だ。やはりそうか。ネイキンアイ。施設様が、駅間へお招きです。辺境へ送れ。御意。言ったはずだ。緊急時以外は、私に会いに来るなとな。寧教がね、いい絵を脅し、ネ心の命を狙いました。今は監察司に囚われています。あの愚か者が、なぜこの時期に内心を刺激したのだ。それから、ネイカンが落としたあの毒薬の件、私がもみ消しましたが、いつまでも隠しとせません。小国様、早急に手を打たねば。お前が手を貸してくれ。内心と、陳。それに女帝を始末するのだ。長年養ってきたのだから、そろそろ恩を返してもらおう。なぜ二人がここに？お前が問題を起こさぬよう監視だった。この私が、直々に見張ってやる。お前たちは糖質か？会えば喧嘩ばかりだな。ネイシン、これはお前が初めて任された大役だ。見守る者が大いに、越したことはない。ネ心大人、なかなかの丈夫さだ。30回の情景を受けてなお、まるで何事もなかったかのようだ。おい、体が丈夫なだけじゃないぞ。天賦の才も備わっているんだ。ああ。ふん。何が天賦の才だ。聞いたところでは、武志国を治めているのは女帝だそうだな。まだ独身なのかな。なぜそのようなことを聞く？世間ではこう言われている。男は妻をめとり、女は夫を持つものだとな。もし、武志国の皇帝が未だに独身だとしたら、それはつまり、お前たちの武志国には、ろくな男がいないという証拠じゃないか？ネイシン、無礼を申すな。まあ待て。我が大元は、広大で資源も豊富だ。優れた人材も多く、まさに逸材の宝庫だぞ。この俺より優れたものなど、吐いて捨てるほどいる。もし嫌でなければ、俺が、自ら女帝兵元のために、何人か紹介してやろう。体も丈夫で、天賦の才を持つ男たちをな。どうだ？大元の臆病者め。我が兵元にふさわしいとでも、聞き及んでいるぞ。ネイキンツイの女は、凶暴司のいで、ただの風神の女だそうではないか。お前のように誰かれ構わず、手を出すようなものとは違うのだ。ふざけるな。貴様。ネイシン、施設を殴ることは、国を辱めるに等しいぞ。そうですわ。信用兄様。これでは、両国間で戦が起きてしまいます。懐案。
やれやれ。考えてもみろ。我が大元が仕組んで。南越は家臣だろう。この辺境の小国が、貢ぎ物を持ってきながら、よくもまあ増長しよって、一日お給を据えないと、誰が上なのか、わからなくなるようだな。言語道断だ。武志国軍に危害がないとでも、思っているのか？おっと。まだ威勢がいいのか？今日をどう切り抜けるつもりだ？お前には関係ないだろう。武志国から来た大物さんよ。これ以上白を切り通すのは無意味じゃないか？ネイ殿、どうして見抜いたのですか？あの日駅間で、彼は片時も離れず、あなたの後ろに控えていた。しかも大殿にいた時も、彼はあなたの顔色を伺っていたからな。おい、見え見えだな。数々の兆候が示している。お前こそが武志国士不死団の、誠の黒幕なのだろブレイン社、武志国の使節団がよくも、我が朝の兵元をギータな、使節団の責任者が、決定権を持つと誰が決めた？そんな道理もわからぬとは、かつての陳将軍が、我が武志国の手に敗れたのも無理はない。貴様、口先で争うよりも、寧心をどう救うか考えたらどうだ？今日の出来事はすぐに広まるだろう。皆で推測してみるがいい。その時朝廷で、大元の百官たちが、ネイ大人をどう弾劾するかをな。貴様に心配されるまでもない。寧心がこの件を解決しさえすれば、いかなる罪も許される。それで、武志国は一体どのような交渉を望む？おそらく、彼に機会はないだろう。我が武志国は、三つの試練を用意した。ネイ大人がこれらをすべて解けば、今後我が武志国は、兆候を倍にするだけでなく、5万玉の裏馬を送ろう。だがもし解けなければ、今後、兆候をやめるだけでなく、大元は我が国に、300里後を割譲せよ。ふざけるな。夢でも見ていろ。懐暗公主、両国の交渉とは、所詮は土地と兵馬の奪い合い。戦を知らぬあなたは、おとなしく、奥宮で姫らしくしているがいい。貴様。事態は重大だ。寧心の一存では決められまい。決められないのか？それとも戦う前に腰が引けたか？挑発のつもりか。面白い。ならば受けて立とう。シン兄様。安心しろ。まずは手並みを拝見だ。武志国の使節団が、一体どんな難題を出すのかをな。何も知らぬままでは、戻っても兵元に申し開きができん。出題しろ。女帝兵元。ネイ大人は、実にお目が高い。第一問、南の大鳥北へ飛び、至るところ雑魚取りばかりで、降り立つ場もなし、これに対する追句を述べよ。南は武志国を指し、北は大元を指す。つまり、武志国は法皇で、我が大元は雑魚取りだとは。よくも我が朝を侮辱したな。この本将軍が黙っていると、武骨な竹おめ。馬の耳に念仏だな。文化交流は、武芸を競うものではありません。シン兄様、早くもトレンを返して、彼女に思い知らせてやって、嫌みったらしいインテリ風情を。身のところもトレンを返すのは難しくない。難しいのは、追句を整えた上で、いかに反撃するかだ。ネイ大人とやらは、希代の天才だと聞いています。どうやら噂は、噂に過ぎないようですね。第一関門が一番簡単なのに、ネイオナが思いつかないのであれば、構いませんよ。私が大元を去る時までに、思いついてくれることを願います。この程度のことがなんだ。よく聞いていろ。北の麒麟、南へ踊る、山に満ちる金獣どもは、皆頭を垂れるべし。ははは。我ら大元の民は麒麟だ。武志国の連中は、ただの獣よ。俺たちを見れば、平服ずしかないってわけだ。見事だ。この書の問題が何の句になる？高校生の頃、どれだけ問題を解いてきたと思っている。さて、武志国の使節団が、追句がお好きだというのなら、私からも条例を出そう。ぜひ、聞かせてくれ。遠慮なく言ってみよう。空腹の鶏が、稲を盗み、わらべが筒で打つ。妙だ。実に妙だ。この一句の肝は、三つの同音異義語が、鮮やかな情景を描き出している点にある。武志国の女帝よ。さあ、お答えを。おっと、返せなくても構いませんよ。あなたたちが去る時までに、思いつけるといいですね。おい、次の問題だ。まさか、内心の才覚が、これほどまでとは、停止であっても、答えられるとは限らぬ。真の面目のために、今は時間稼ぎをするしかない。
第二飛んだ。ものとも持って参れ。これは我が竹志国の名手、芸風水だ。封を切れば香りは、上総と先まで漂う。だが、非常に高価で、我が竹志国ですら売るのが極めて難しい。ネイ大人がもし、12と来たつい内に、少なくとも、50万両の注文を取れたなら、合格としよう。金策に困っていたところだ。いい案を出してくれたじゃないか。竹志国の方々は、実に計算高い。それがどうした？本将軍は酒が好物でな。まずは銀10万両分注文しよう。竹志国のこの手は見えすい多策だ。もし、新兄様が失敗すれば、それは、我が大元の負けです。でも、もし新兄さんがやり遂げたら、それは、竹志国の蓄財を手助けし、国庫を殉すことになります。そうなれば、民衆や、百官から罵声を浴びるでしょう。さらに重要なのは、第一の関門は、再起を試しましたが、第二の関門は、詳細が問われます。強引に広めようとすれば、格好の口実を与えてしまいます。しかし、地道に売るとなれば、時間の問題や、客の評判を考えねばなりません。姫君たち、実に見事な洞察力だ。だが、第二の関門を突破できるかな？造作もないことだ。ただし、一つ条件がある。ネイ殿に本当に策があるのなら、条件一つと言わず、100でも1000でも、受けてたとうではないか。いいだろう。帰国の竹志国が、稼ぎ出した利益のうち、我が大元が、6割をいただく。ありえぬ。残りしさから原価を引き、人馬の維持費を払えば、真の取り分がなくなるではないか。我が大元の領土は広大だ。もし、この酒が評判通りなら、莫大な利益が転がり込むはず。それに、断る理由はないはずだ。竹志国が金に困っていないなら、わざわざ、私の詳細など試さぬだろう？ネイ殿は実に入念な御人だ。本当に策があるとは思えぬが、よかろう。陳が聞き入れよう。まずは証文に署名を。なぜ契約書に自分の名を記さないのだ？証拠の書面さえあればいい。誰の名前だろうと同じことだ。今夜になったら、ある場所へ案内しよう。ただし、先に金を用意しておけ。なぜだ？商売をするのに元では必要だろう。今中の獣どもが、皆頭を垂れるか。この男はいつも、陳を驚かせてくれる。父上、今回は内心がいて、助かりました。さもなく馬大元の面目は丸つぶれでした。内心の性格からして、もし、加減を知らねば、竹志国の女帝の面目は、さらに無残なことになっていたろう。さようでございます。内心は、竹を去ったような性格で、恩も仇もすぐさま返します。ですが、あの気象ゆえ、後先考えずに行動しかねません。この飛びの談判で、また問題が起きれば、恐れながら、朝廷で非難を浴びるかと存じます。さては、前もって内心を久しようとしているのだな。父子、懸命にございます。そなた、もしやあやつに惹かれているのか？父子、ご明察を、私の一挙手一投足は、すべて我が、大元の社食を思ってのこと、男女の市場などは、微塵もございません。ならよいが、陳はすでに、懐暗を内心に嫁がせるつもりだ。故に、愚かな真似は慎め。内心が竹志国の施設を殴った件は、皆の知るところとなろう。今のうちに考えておくがよい。明日の朝廷で、大臣たちをどうなだめるかをな。は、謹んで受けたまわりました。もう元がってよい。全高校。あ、ここに。見よ、内心のこの植区。お前なら元句をどう合わせる？兵元、滅相もございません。ネイ様あたさいなお方、あの方の追句に、天本博士といえど、合わせられるのは、兵元のみにございます。よいよい。お前は、内心をしっかり見張っておれ。何かあれば、すぐに報告せよ。御意。満山の金獣ごとごとく、頭を垂れん。ジャック様、なんて男前なお顔立ち、凶暴司は、初めてでいらっしゃいます。今宵は、この私に、存分にお仕えさせてくださいな。いや、結構だ。ジャック様ったら、
乱暴ですわ。痛いではございませんか。すまないな。さあ、あっちへ行ってくれ。新兄様、こんなところへ来てどうするの？空気の悪い場所ね。それがわからんかな。いいか。凶暴祭の見に来るのは、南分の高い客ばかりだ。この芸数水はな、庶民には到底手の届かぬ代物だ。カモにするなら、ターゲットは質の高い金持ちに限る。どういう意味？ジャク様方、どうなさいました？凶暴司の娘たちがお気に召しませんか？姉様、やっとお越しくださったのね。新兄様から離れて。新兄様から離れて、あなた。姉様、両手には名の幸せも、そう楽なものではございませんな。姉様、こちらの若君は、ああ。紹介はまた後でな。今日は大事なようで来たんだ。お前はまずここにいろ。金はどうした？12坊の娘たちを全員呼んでこい。承知いたしました。皆の者。答えろ。大事なのは本題だ。新兄様、女を口説く手腕は、大したことないね。ジャク様。それは聞き捨てなりませぬな。ネイジャク様は、軍部両道で、変幻自在なのです。なぜ余計なことまで話す？何を話しているんだ？ああ、俺が言いたいのは。皆うせろ？これを酒と呼べるとでも。これは何という酒だ。これほど芳醇とは。信じるか信じないか、今宵が過ぎれば、この芸数水は、一夜にして名を馳せるだろネイジャク様、大げさですよ。たとえ天上の玉露であっても、一夜にして天元に名を轟かすなど。う。そうか。やってくれるわね。ねえシン、販路を広げるだなんて、ただ遊びに来ただけじゃない。帰ったらただじゃおかないから。奏で続けよ。踊り続けよ。すもも先生の死を拝借しよう。木水や、黄河の水、天より来たるを、本流味に至りて、福多間らず、木水や、行動の名教、白髪を悲しむを、朝には静止のごときも、暮れには雪となる。人生得意。スラッカンを尽くすべし。金たるをして、虚しく、月に大せしむるなかれ。天話画材を生ずるに必ず用あり。千金三日ぐすも。カンタ服炊きたらん。見事だ。この男、女たらしではあるが、詩を読ませれば、実に見事だ。これこそ、真の人生そのもの。死因とは、まさに彼のことだ。羊をニスをほふりて、滑落楽しみをなさ。買いにすら食いちん。300は稲るべし。雨殿。新将軍。暗光酒。小澄む酒。はいとむることなかれ。まさか私を読み込むなんて、この不朽の名作の中に、これで永遠に語り継がれる、あの人の心には、私がいる。君と、一曲歌わん。君よ、我がために、耳を傾けてくれ。金や太鼓、美食の数々も、たっとぶに足らず、ただ願わくは、長く酔いしれ、二度と目覚めたくない。こより、政権は、皆ことごとく石爆たり。ただ酒を飲む者のみが、その名をとどめるのだ。素晴らしい。
陳王はかつて兵楽で宴を催し、彼らは、高価な酒を汲みまがわし、大いに興じた。主人よ、金が足りぬなどというなかれ、すぐに酒を買い求め、君と汲み交わそう。いいぞ。結びは終わったのか？ネイ様、寄ってしまったの？ネイ兄さん。早く続きを考えて。ネイ殿、もしや、才能が尽きたのではあるまいな。あるあるぞ。才能はまだある。だが酒が切れた。早く冥殿にお酒を注ぎして、もし今宵、我が凶暴司から、不朽の名作が生まれれば、娘たちの名も一気に広まるわ。おい、凶暴司の酒ごときが、俺の死に見合うものか。芸風水でなければならぬ。死も良ければ、酒も最高だ。惜しいことに、酒がない。あるぞ。よし。それならば、いっぱいいただこう。海は、桃川を治める。素晴らしい。おう。浮かんだぞ。ご花の名馬も、千金の毛皮も、故障を読んで持って行かせ、美酒に変えさせよう。君と共に晴らそうではないか。万古の憂いを。実に見事だ。視線の再来か。天の意志は計り知れぬが、これが人の行とは思えぬ。この死が世に出れば、今後天元に詩を読める者などおらぬ。ネイ殿、まさに我が大言の視線なり。皆様褒めすぎですよ。もし、この芸風水がなければ、この小澄む酒は、書けなかっただろう。皆はどう思う？この酒は、叱るべきではないか？天元に名を轟かせるべきだと。その通り。ああ。我らもこの酒を飲めば、これほどの名詞を読めるだろうか。読めるさ。俺より上手くな。この余計は、一体どこで買えるんだ？これ、ネイ殿、我らの中ではありませんか？そうでしょう。まずは、我ら凶暴司に500たるほど回してください。我が相撲も家も100たるいただきたい。相撲も不ごときが名士をたしなもうとはな。我が大家は300たるだ。全部くれ。全部だ。皆に行き渡る。皆にだ。慌てるな。慌てるでない。順番だ。一人ずつな。ネイシンが皆に用意してやる？鮮やかな手口だ。ネイシンの方に何か動きはあるか？ネイ様は、超講師を連れて凶暴さへ行かれました。なんだと？あやつ、肝が座りすぎておるわ！まさか陳の娘を連れて、あのような不浄な場所へ行くとは。ネイ様は、凶暴司にて読まれたのです。万古に語り継がれる詩を。ほう。見事な、小進む酒だ。おお、千個のメイクですな。時に、芸家髄とは、いかなる美酒なのだ？それは、この老いぼれにもわかりませぬ。兵元、一大事でございます。左僧が重臣たちを連れて参内し、内心を弾劾すると、息巻いております。奴らめ、案の定、鍵つけて来よったか。行け、急いで内心を連れ戻せ。全高校、軍神に伝えよ。町議を開くとんな。御意。今宵、我ら相馬見え。歌うのはやめぬか。心を込めてな。内心。なんだ、真。兵元には家ついたします。不届き者め、内心、大戸の出ようとするとは何事だ。兵元に対し、あまりに不敬である。不死穴か？新兄様が、酔っておられるのが見えないの？陳、そなたは、我が朝の将軍でありながら、内心の傍若無人を許し、事態の悪化を黙って見ていたとは、天津さえ講師を、不潔な場所へ連れて行くのを黙認するとはな。この気に及んでまだ久しい盾するか。兵元、内心を弾劾いたします。一つ、内心は傲慢にして不尊。後先も考えず、武志国の施設に手を出し、巻きずさせました。二つ、内心は大胆不敵にも、独断で承諾しました。武志国の要求を、まさに君主を軽んじる行為です。三つ、内心は、凶暴司にて、詩を読み、その結果、武志国の美酒たる、芸風水の名が天元に轟き、武志国に莫大な富をもたらしました。まさに、売国の重罪なり、し、内心は、法との似て無礼を働き、兵元におかれましては、数々の罪を合わせて、
罰してくださいますよ。迷信よ。何か申し開きはあるか。迷信よ。何か申し開きはあるか。いえ。兵元。臣が思うに、この、朝廷の文武百官は、皆でたらめを申しております。大胆不敵な。何か間違っておりますか？この件をあなた方に任せていたら、お任せしていたら、あなた方は、どう対処できたのですか？武志国士不死団が突きつけてきた難題を、解決できたのですか？兵元の憂いを除くことも考えず、一日中、無責任なことばかりを申して。だが、貴殿の行いはすべて、証拠が揃っているのだ。何を言い逃れようというのだ。売国の重罪である、旧族皆殺しに処すべきだ。ほう、そうですか。左そう。その、名目上は、あなたも私の旧族に含まれますよ。いかん、つい。そのことを忘れておった。おじい様。兵元。ネイシンが、売国行為を働き、左祖には、監督不意と時の罪があります。今日、公に従い処罰せるならば、このシン、この場で頭をぶつけて死にまする。シンも同感です。では、約束ですよ。ぜひとも、必ずこの大殿で死んでくださいね。ほら、早くぶつけて。一体どこのドイツが、私が売国したのを見たのです。皆、とくとみよ。これは、私が武志国士、不死団と交わした契約書だ。すべて、武志国側が大元の領内で、販売した芸数水の、我が大元が、6割の利益を得る。兵元、ご覧ください。私が見よう。新兄様。この署名欄が、まだ空いております。私の名でも良いですが、しかし、兵元のお名前にしていただきたいのです。素晴らしい。実に見事だ。この契約があれば、我が朝廷は毎年、数百万もの歳入が増え、国庫の窮乏を救えるぞ。兵元、内心にこうこそ。あれ、過失はございません。父上、凶暴司に興味を持ったのは、この懐案です。だからこそ、私は彼についていくと決めたのです。新兄さん、決して遊び歩いていたわけではありません。正当な公務のためなのです。施設を横断するとは、法を軽んじる行為だ。実に大胆不敵な。殴ってやった。それがどうした？皆様も、うすうすお気づきのはずだ。今回の武志国の目論みは、ただ一つの目的のためだ。それは、開戦の口実だ。ならば、我々が躊躇する理由などあるものか。皆、肝に銘じておけ。屈辱に甘んじるのは、一度か、それとも永遠にかだ。我が大元の民は、玉砕を恐れず、俄然を望まぬ。よし、よく言った。兵元、真にお命じください。軍を率いて出陣いたします。よろしい。だが、国庫は空なのだ。兵元、いわゆる天元の工房、ヒップにも席ありでございます。私めは縁いません。全財産を寄付いたします。オールインです。もちろん、わかっております。これは、ほんの微力に過ぎないことを。ですが、兵元、ご案じめさるな。諸大公の方々がおられます。この内心、皆様に、付してお願い申し上げます。寛大に財布の紐を緩め、国難を共に、乗り越えようではありませんか。大軍を動かすとなれば、少なくとも3000万両は必要だ。少なくとも3000万両は必要だぞ。この老いぼれめ、私の意図を勘違いしてやがる。朝廷中の官僚を破産させる気か。兵元、宦官は、祭りごとに口出しできぬ身なれど、国難の折には、この老いぼれ、差し出す所存です。50万両を。おお、なんと。全高校、気骨があるな。全高校、やはり、そなたを見込んで正解であった。父上、この地震も、100万両を献じたく、我が大元と、苦楽を共にいたしましょう。実に良い。だが、これでもまだ100万両余り、数千万両という目標には、まだまだ遠く及ばぬ。その通り。だが、陳は信じている。
官民が上元心を一つにすれば、必ず役人を守り、民を案ずることができよう。諸愛嬌なよ。陳の言葉に依存はないな。父上、誠に秀明にございます。お見事だ。この状況で出し渋る者がいれば、それこそ、誠の売国度というものだ。私めが寄付させていただきます。100万両。私めも50万両出しましょう。私は80万両出します。ならば、これらすべてが、今夜、中に国庫に収められることを望む。兵元へ申し上げます。竹志国の施設が年幼大人に対し、明日の第三関門への挑みを求めております。奴が来ないのではないかと案じておったわ。ねえ、秦、安心していくがよい。明日、秦が文武百官を引き連れ、そなたを後押ししに行こう。よいに。両国の開戦という大事を、事前の策も練らずに、内心につけ込まれるとは、限定に1000万もの軍費を集めさせてしまった。今や大元は備えを固めている。この戦、どう戦うつもりだ。つけ込まれただと？私は本来、内心が施設を殴った剣を利用して、奴を制約するつもりだった。まさか、逆に利用されるとは、かえって大元に軍費を工面させる結果になった。この剣は明らかに内心に非があるはずなのに。まずい。内心にはめられたのだ。奴の手出しは、すべて計算づくだったのだ。では、明日の第三関門。自信はあるのか？明日、限定は重臣らを引き連れ、内心の後押しに来る。案ずるな。だが、明日は、千載一遇の好機だと思わぬか？貴殿はこの都に、かなりの兵を潜ませているはず。明日、手を組まぬか？直接、大元の皇帝を撃つのだ。その後のことを考えているのか？その外には、まだ十数万の軍勢が控えているのだぞ。大事の前の生事、慎重になるべきだ。わからぬ貴殿ではあるまい。兵はどれほどいる？全密偵に加え、変装して随行させた者たちを合わせ、計13000人だ。秦も竹志国に書状を送る。20万の鉄騎兵を国境にていつでも出陣させる。ないと外から降雨すれば、必ずや。大元を攻略できようことがなった暁には、陳州の他に、さらに3つの軍を領地として与えよう。約束だ。明日のいつ決行する？合図はのろし化する。兵元、あの者は、己の風紀のために、国を売ることも厭わぬ。その心根肌勝のごとし、生かしておけば、後々まで災いの種となりましょう。案ずるな。始末する者はすでにおる。高みの見物と行こう。乾杯。ようやく軍を率いて戦える。今度こそ、この将軍が、竹志国を完膚なきまでに叩きのめしてやる。よせ、戦にはならん。なぜだ？軍資金だが、今夜で揃うのではないか？実はこれらすべて、私と兵元が、百貫をはめるために仕掛けた罠だ。この金については、他に使い道がある。ほう？思い出したぞ。以前、父上が工部の熟練職人を数百人も動員したのは、このためだったのか。察しがいいな。いつの間に父上と、これほど密計を練っていたのだ？答えろ。この内心め、ようやくお仕事を成し遂げたな。さあ、今日はとっておきの美酒を持ってきた。心ゆくまでのもう。さあ。実に見事な酒だ。なぜ私を見る？飲めよ。それより、半金位から先にどうぞ。監察司の掟で、隊員の飲酒は禁じられている。私も監察司の人間だ。今は竹志国との交渉役だろう。監察司の件は、私に任せておけ。一体いつまで白を切るつもりだ？妹、どういう意味だ？わけがわからん。では説明してやろう。実にお前の変装は見事だったが、
いくつか、失策を犯したな。私が渡した薬瓶はどうした？観察司は、形状のどこに闇の組織があるかさえ、突き止められるのに、なぜか、ネイカンという生身の人間の幽閉は追えない。霊境が観察司に入りながら、何事もなく過ごせていること。それにね、イーシンが2度も暗殺されかけたけん、どうしても腑に落ちなかったのだ。形状広しといえど、観察司を置いて、他に誰が、これほど養育、標的の正確な居所をつかめるというのだ？妹。すべてお見通しだったか。まさか、私が気づかないとでも、この酒には毒が入っている。陳将軍は、とうにお前を監視させていたのだ。つまりだな、愚かなものは怖くないが、本当に恐ろしいのは、愚かな上に、無駄に働き者な奴だ。キーを抜けば、我らの同門のジョーは、これで完全に立たれる。半金を？左相は一体どんな利益を約束した？陳将軍を裏切ってまで、奴に忠誠を誓うとは。私が好きでやっていると思うか？誰もがお前のように、天賦の際に恵まれ、皇帝の庇護を受け、死を数首をむだけで名を残せるとでも、私も願ったさ。この世を堂々と生きたいとな。左相は、神仙さんで私を操っているのだ。薬が切れれば、死ぬより辛い苦しみを、お前にわかるか？なぜ話してくれなかった？話したところで、何になる？神仙さんに解毒欲はないのだ。汚い仕事も、過ちも、私一人が背負えばいい。観察司は、天元を監視するゆえ、多くの恨みを買うのは避けられん。皇帝の庇護があっても、難癖をつける者は絶えない。左相の下で動けば、少なくとも、奴の意向を借りて、兄弟たちの命を守れる。妹。お前は将軍家の末裔だ。指紋の継承者として、いかなる過ちも許されない。知らなかった。あなたがこれほど苦しんでいたなんて。楽になった。半金位、法を知りながら犯すとは、罪は一段と重くなるぞ。端から長く生きるつもりはない。妹、お前が熱心を持っているのは知っている。あやつは確かに聡明だが、皇室への畏敬の年にかけている。いつか過ちを犯すだろう。お前を巻き添えにするのが怖いのだ。私のことは放っておいて、自ら観察。司へ行きなさい。私が何とかして、命だけは助けてあげる。ありがとう、妹。視野に。なぜこんなことに、半金位が？バカな妹よ。これこそが、朝廷なのだ。コーナ州。将軍、兵元の御言葉です。ネイオとな、お一人で武志国士不師団のもとへ、重要事項の協議に向かわれたし、女帝兵元、ネイシンを連れて参りました。私に何の用だ？大勢は決した。私に基準する気はあるか？暴力沙汰、契約の締結、共謀司での主張入りの件も、すべて把握している。ネイシン、良い度胸だ。この地位を欺くとはな。女帝兵元の正体を、見事に隠し通したな。明日、すべての遊びは終わる。最後に一度だけ気を与えよう。今すぐ陳の膝元にひざまずけ、終戦。映画を約束しよう。一人のもと、万人の上となれ。知っているぞ。大元の皇帝がお前を見迎えるつもりなのは、だが奴には世継ぎがおらぬ。秦元友がよそ者の、即位を許すはずもあるまい。だが見よう。我が武志国は違う。陳はすでにすべての憂いをた、今ここでひざまずきさえすれば、異性の王の地位、いすら授けよう。その際が、
あれば、真の男になることさえ叶う。どうだ？ありがたき、幸せ。女帝兵元のご寵愛に感謝します。だが、見断りする。我が兵元の恩がなければ、私はとっくに死んでいた。忠誠を誓う相手は、我が兵元、ただお一人だ。惜しいほどの才だな。二度も陳を欺き、二つの難関を越えた。これまでこの世に、陳に一度でも勝てた者はおらぬ。だが、お前は四度も成し遂げた。必ず、勝ち抜いてみせる。無駄な足かきはやめろ。これは毒ではない。めい心さんだ。どうする？お前ほどの天賦の才だ。将来、お前の子もまた、非凡な人間となるだろう。一国の資源も加えれば、数十年後には、向かうところ的なしの存在になるやもしれんな。あの女、俺に何をした？狂ったのか？まずい。明日に大勝が決まると言っていた。報告せねば、早急に手を打たねば。おい、兵元のお坊に使えず、なぜここへ来た？兵元より、おことづけだ。直命な着物は、何人たりとも通さぬ。兵元に休養があるんだ。お目覚めまで待て。それでは手遅れになる。まったさん。どいてくれ。言っておくが、俺の手加減は効かないぞ。この老いぼれを困らせないでくだされ。ネイ様、忠告は聞くものですよ。これほどの武芸を隠し持っていたとはな。ネイ様、貴方様を傷つけたくはない。直命な帰郷、たとえ陳将軍が来ようとも、私も彼女を入れるつもりはない。慎重に行動せよ。明日、交場に向かう一刻前だ。兵馬を整えておかねばならん。御意、小国様。姫様がお見えです。こんな深夜に私を訪ねるとは、何か急用か？すでに竹志国の使節団と手はずを整えました。明日、兵元と百官を捕らえます。正気か？まさか甲城で事を構えるつもりか？知らせが入った。観察司に潜り込ませた者が、すでに殺された。今や寧心に目をつけられている。明日、竹志国が勝負に負ければ、我々に交代の道はない。安心せよ。明日、偽の巫女乗りを出し、救助兵を、松笠の兵を遠ざける。兵元を拘束した後、無理やり書かせるのだ。上位の少々の、竹志国の助けがあれば、秘伝の即位も揺るぎないものとなろう。さて、そなたらは、どのような勝負を望む？勝負を始める前に、条件を一つ変更したい。大元の者がこの難題を解けたなら、我が竹志国が差し出す千馬を15万頭に増やそう。もし誰も解けなかった場合は、竹志国に譲り受けてもらう。3週後な。ほざきよって。ネイシン、自信はあるか？兵元、竹志国の使節団が、どのような難題を出そうと、真に恐れはありません。兵元、なりませぬ。3週後は、極めて重要な場所。その命運を、たかが、ネイシンに委ねるなど、国池と民の安寧に関わる一大事。兵元、なりませぬ。軽率な判断はお控えを。ならば代わりの案を出せ。さもなくば、誰か自身のある者が、ネイシンに代わってでよ。たとえ負けたとしても、陳は決して咎めぬ。できないくせに、ぐだぐだ言うな。ネイシン、決して陳を失望させるな。謹慎で受けたまわりました。問題を出せ。これは数年前。我が竹志国の達人が考案した12連環状だ。この中には宝の地図が隠されている。100万の大軍を擁えるほどのな。12連環状だと、ただのごつぎルービックキューブじゃないか。大元の者がこれを開けられたなら、竹志国は、その秘宝を分かち合う用意がある。私がやろう。
私にやらせてくれ。信じ、潮時だ。引き元狩れ。諦めたければ、そうしても構わぬ。今日から、来元3週後は、我が竹志国のものとなる。領地が欲しくば、まずは軍馬を用意せよ。皆の者、よく見ておれ。突撃せよ。かかれ。右合の襲名。これはなんだ？これほどまでの天地を揺るがす水力とは。これは、紅衣大砲だ。遊びは終わりだ。兵元、ご覧ください。これは何にございますか？これは紅衣大砲にございます。砲身は純銅で作られており、砲弾の中に火薬を充填できます。ここでどうか戦に火を灯せば、たちまち、100歩先の敵をもう打ち砕きます。これさえあれば、我が大元は、もはや恐れるに足りません。敵国の騎馬隊など、誠か。間違いございません。技術が追いつきさえすれば、もっとお作りしたいのですが、さらに進んだ兵器を。ただし、これは製造コストが極めて高く、熟練の職人でなければ、作ることは叶いません。兵元、この件は必ず極秘になさいませ。さもなくば、万一敵国の手に渡れば、取り返しのつかないことになります。新任様、すごいわ。こんなものを考え出すなんて。でなければ、死の数首だけで兵元が、これほど私を重用するとお思いか。道理でここ数年、国が安泰であったわけだ。国庫も潤っているはずが、先日、突如として逼迫した。兵元、お許しを、私の監督不行き届きゆえ。どこから湧いた？この畜生どもめ。ああ。大罪を犯しおって。左そう。しらばくれるな。この兵士たちは、皆お前の門元であろう。めったなことをもうすな。わかっているのか。朝廷の重臣を侮辱した。その罪は、死に値することを。左そう。そう慌てるな。今日はお前の罪を、一つ残らず並び立てやろう。皆の者。左そうこそが、我が大元における、最大の毒虫なのだ。兵元、左そう旗見を苦しめ、農地を奪い取っております。陳州後は千里にわたり荒廃した。これこそが、陳州の民による、万民結社である。ありえぬ。この結社はどこから手に入れた？何事だ？ねえ大人、お願いです。我ら陳州の民のために、お裁きを。この二人は、私が陳州から連れてきた者たちだ。左僧の放置だ。ねえ大人、左僧は結託し、陳州の全役人と共に、民の他は奪い、新鮮臭いと植え替えさせたのです。我ら民は、食うものもなく、飢えに苦しみ、千里の血が荒れ果てたのです。彼らは、あなたが木を振るい、国舅を切ったと聞き、命かけで逃げ出してきたのです。左僧、あの畜生め。民のためであろうと、あるいは、母の剣を撃つためであろうと、決して焦ってはならぬ。たとえ兵元が、お前を深く信頼していようとも、左僧を失脚させるのは、そうた安いことではない。兵元、内心の申したことなど、臣は一切存じ上げませぬ。その結社とやらも、内心が捏造したものでございます。真の大元への忠義は、いささかの曇りもなく、真心そのものにございます。兵元、決して耳を貸してはなりません。この青に才の、デタラメになど。この老いぼれが、死に歳になっても、まだ強情をはるか、恥知らずめ。私に挑もうなどと、まだまだ青いな。左さ、なんたる不届き者だ。未だに言い逃れをしようとは、潮時を悟って身を引こうなど、もう遅い。父上、私が商人となりましょう。左僧は、新鮮さんを利用して、朝廷の役人を蝕み、
操っていたのです。貴様、私を裏切ったか。虎穴にいらずんば、孤児を得ず、本気で私が虎と妥協するとでも思いましたか？実に良い。育てた甲斐があったというものだ。だからなんだというのだ。誰が証拠を出せる？深センさんが私に関わっている。誰が証明できるというのだ。左相も、焼きが回ったようだな。まさか忘れたわけではあるまい。この都で、深センさんを密売していた主犯の身柄は、私の手中にある。父上、寧官です。かつて深センさんを使い、迷信を陥れようとした。今この時寧官は、左相の屋敷におります。者とも、左娼婦へ向かいねえ。遺憾を捉える。寧官は私の外孫です。彼が過ちを犯し、私が隠ったのであれば、それは人情というもの。彼が新鮮さんを使ったことが、私と何の関係がありましょう。私が新鮮さんで、新元を操っている。など、皆も申してみよ。新鮮さんを、お前たちに使わせたことがあるか。兵元、左相の、行ル通りです。ネイシンらの言葉には、何の証拠もございません。左相は、長年にわたり、忠義を尽くし、一人の元、万人の上に立つお方、わざわざ、天下の禁忌を犯すはずがありません。証拠はあります。兵元、この数年、私が集めた左相の罪状は隠してあります。内心の部屋のとこ元に、兵元、すぐに人を追わせれば、見つかるはずです。全高校。ねえ一名、正気か。そうだ。とうの昔に狂っている。お前とつねキサラギが、内心の母を死に追いやったあの日から、私は狂ったのだ。この数年。お前のもとで、屈辱に耐え忍んできたのは、今日という日のためだ。この日をどれほど待ちわびたか。死にたいのか。心はとっくに死んでいる。だが今や、息子も成長し、もう思い残すことはない。話せ。私は左相の孫だぞ。私を捕らえる気か。痛い。ねいか、チンガト。深センさんはどこで手に入れた？それは、左相、祖父様がくださったのです。人得よね。新州は大干ばつに見舞われ、作物は皆無となった。だが、左相は、救済米の予算を7割も着服した。その結果、新州は、餓死者が野に溢れ、民が追い詰められ反乱を起こした。その後、軍を送り込み鎮圧、数十万の民を識図させたのだ。ことの後は、新州の志士に罪をなすりつけた。人と苦ね。左相よ。大元の王子を殺害し、彼が、急死して以来。愚か者が王子を殺めるほどの重罪を犯しておきながら、誰か奴のために、命乞いをする者はいるか？畜生め。よくも、裏で私の罪の証拠を集めていた。もし真治が以前のままだったなら、これらの証拠を死ぬまで出すつもりはなかった。ひとえに、あの子の命を守る、切り札とするためにな、兵元。これらは、左相の罪を記した証拠です。徹底的に調査を行えば、おのずと真相は明らかになりましょう。ただ、兵元にお願い申し上げます。我が子の命だけはお助けください。寧教を。父上、私は。お前など、私の息子ではない。常木さらぎが、左娼婦の触覚との間に作った野種だ。お前は、内心を会うたびに野種とばっていたが、知らぬはお前ばかり。自分こそが、本当の野種だったのだ。まさか、私こそが野種だったとは。真治、父さん、以前、お前を放っておいたのではない。関わることができなかったのだ。だが今は、立派に成長し、ようやくここまでたどり着いた。お前を負けさせるわけにはいかぬ。私は決して負けん。私は大元の左相だ。大元の方によれば、刑は、台風にまで及ばぬ。貴様らにできるのは、せいぜい、私を罷免することくらい。ならば、反逆罪？ならどうだ？私がこの手に出たのは、兵を出す機会を狙うためだとでも思っていたか？これらすべては、私と限定が、そなたのために仕掛けた罠だ。そなたの正体を暴くためのな。女帝には骨を折っていただいた。私への協力にな。来元の皇帝が、まさか自分の新元を陥れるとはな。世間の口を恐れぬのか。左相の権力は、今や朝廷を揺るがすほどだ。今、奴を排除せねば、
二度と機会はなかろう。よかろう。我が国は2年にわたる大干ばつで、食料が深刻に不足していることがなった暁には、限定。約束通りに、100万単の兵糧を、我が国平常とせよ。安心せよ。そなたと盟約も交わそう。私が生きている限り、両国の間に線は起こさぬ。ただし、もう一つ条件がある。行ってみよう。内心をいただきたい。それは、お前の本性を表させるためだ。陳が何度もそなたを追い詰めた。理由がわかるか？窮地に追い込まねば、本性をむき出しにせぬからな。忘れるな。長年、お前が我が、朝廷と結託してきた、書状のやりとりは、かなりの数に上る。すべては兵元が仕組まれた罠だったのか。さすがは、数十年にわたりて言いざする方だ。なんという辛抱遠慮。背筋が凍る。大言の方によれば、反逆者は理由の以下を問わず、旧族皆殺しに処せ。者とも、左総四郎へ叩き込め。控えろ。誰がこの私の命を奪えるというのだ。私には先手より賜りしめん死傷書がある。誰が私に手出しできるか。それをどこで手に入れた？私はかつて幾度も、先手を避難から救い出した。先手はその子を愛しみ、特にこの面子、少々を授けてくださったのだ。私がいかなる大罪を犯そうとも、誰も私を殺すことはできぬ。私は長年分骨再審し、大元のために多大なる功績を立ててきた。まさか最後に、貴様のような野種に足をすくわれるとは、納得できぬ。断じて納得できぬ。この薄汚い雑誌め。お前の母親を殺したのが私だとして、それがどうして、仇を討つ力など、お前に残っているのか。ねいたつ。ねいたつ。案ずるな。父がお前を負けさせはせぬ。少々は消えた。お前は万死に値する。この恩知らずの畜生めが、私の罪の証拠を密かに盗み、挙句の果てに、私の生きる望みまで立つとはな。考えたこともないのか。今の地位があるのは、誰のおかげかを、人否人の犬、畜生めが。者とも、左僧を城へ連行せよ。左僧の屋敷を差し押さえ、観察司にて、厳重に審問せよ。一人たりとも逃がすでない。霊部少将、寧自民、先帝の衣装を損壊した罪により、天牢へ送り、沙汰を待て。しぶとく生きろ。お命を、兵元、どうかお助けください。私を訪ねてくるべきではなかった。兵元に加勢し、左僧を失脚させた。ヨーヨータルゼントが目の前にあるというのに。ただ問いに来たのだ。なぜだったのかと。お前の母には申し訳ないことをした。お前に対してもだ。だが、知らせを聞いた時には、お前の母はすでに亡くなっていたのだ。故に、この年月は、お前を突き放すしかなかったのだ。ただ、お前が成人するのを待ち、お前を連れて行こうと、誰にも邪魔されぬ場所へ。だが、思いもよらなかった。お前が突然別人のようになるとは、これほど、才気あふれ、治癒を兼ね備え、兵元の超愛まで受けるようになるとは、時折、考えてしまうのだ。一人の人間が、これほど早く変われるものかと。お前は本当に、あのネイシンなのか？私にもわからぬ。果たして私がネイシンなのか？今となっては、もはやどうでもよいことだ。我が息子よ。健やかに生きろ。二度と私を訪ねてくるな。漢字。行け。さっさとせよ。
血弟よ、助けてくれ。この野種が、ネイジメが、貴様を殺せば、士官の道の、妨げになると言わねば、とっくに消していたものを。悪行を重ねれば必ず自滅する。お前たち母子は、死んで当然だ。あの世へ行ったら、私の母に罪を詫びるがいい。この野種が、とっくに殺しておくべきだった。平本は隊長公使様と、世継ぎの件をご相談中だ。平本は、そなたが来るのをご存知で、この私に、ここで待つよう仰せだ。私をこの聖子は、アメ長殿を赦免するもの。そしてこちらの聖子は、そなたと懐、暗号師の縁談だ。二つの聖子のうち、選べるのは一つだけだ。まあ、私の忠告を聞いてくれ。アメ長殿は、所詮は芸儀のみ。だがになれば、一国の死を除き、並ぶものな吉地だ。この縁談を断ることは、平元の恩賞を拒むも同然。もと手をすれば、すべてを失うのだぞ。やれやれ。老前よ。あの時、お前に何と言ったか覚えているか？なんと。これが、愛というものだ。愛、一体、何なのだ？お前には、一生わからぬだろうな。平元、ネイシンは選びました。アメ長殿の斜面を記した聖書を。ふむ！あの小僧。やはり期待を裏切らぬな。もしになる道を選んでおれば、真の試練に落胆するところであった。金次、立ちなさい。感謝いたします、父上。左走の剣だが、お前のやり方は、いささか。爪が甘いが、結果としては上出来だ。それにな、朝廷の善悪を正しく見極めているようだ。懐湾をネイシンに嫁がせると決めたからには、皇太子の座はお前に授けよう。他人に、チンガエコひいきをしていると言われぬようにな。この私めが、ありがたき、幸せに存じます、父上。このネイシンという男、才気に溢れてはいるが、生かすも殺すも、重用するか監視するかは、お前が自分で判断しろ。父上、ご安心ください。奴を懐柔する策はございます。妹よ、もう、ネイシンのことは諦めろ。今の彼は、平元の寵愛を受けるお気に入りだ。今、役物の上の存在だ。噂では、平元は、甲主を彼に嫁がせるおつもりのようだ。もし彼が会いに来なければ、これまでのことは、夢だったと思って忘れろ。いいえ、私はネイ様を信じています。あの方は、決してそのような方ではありません。アメ長。ネイ様。ネイ様。約束したはずだ。平元にお願いして、お前の恩赦の勅命をいただいてくると。ネイ様。何をするのです？ネイシン？それほど彼女が好きなの？君とアメ長は違う。君は公主だ。身分も尊い。だがアメ長には、私以外に頼れる者はいないんだ。わらわがこれまで、望んで、手に入らなかったものなどない、になるのが嫌だというのなら、ならば、わらわがね、家に嫁いでやるわ。ただし、制裁はわらわよ。おい、無茶を言うな。ネイ様さえよろしければ、アメ長は、側室でも構いません。おいおい。どうしてそこまで。はあ？もしも外の人間に知られたら、わらわが求婚を断られたなどと、皇子としての面目が立たぬではないか。妹よ。ネイシン。知っているか？アメ長を赦免する勅命は、懐庵が父上に願い出ていたものなのだぞ。どうだ？これでわかっただろう？私がどれほど慈悲深いかわかったであろう。姫様のご厚情に
感謝いたします。では、お言葉に甘えて、不本意ながらも、複数の美女を加工化法を享受するとしましょう。何を被害者ぶっているのだ。実にお賑やかですね。おや、陳将軍ではないか。わかっているわ。あなたは今日、雨蝶殿を迎えに来たのでしょ？ああ。ただ、その根屋敷に、私の居場所はあるかしら？俺は兄弟だと思っていたのに、まさか俺の体が目当てだったとは、あなたという人は。何をふざけたことを、あなたは本当に鈍いのか？それともボケているの？兄上が亡くなる前に残した言葉を忘れたわけじゃないでしょ。私が自分から押しかけていると思えばいいわ。ああ、俺としては、やはり君はそう来なくてはな。ああ、さあ、皆こちらへ、全員集まれ。なんだ、一国の世継ぎであるこの私に、霊屋敷へ来いというのか。本当に世継ぎになられたのですね。不服か？もし今後、私をしっかりと支えるならば、気が向いたら、機会を与えてやらぬこともない。あの日、城壁の上で語り合ったことは。それは、本気ですか？本気だ。ネイ殿、我が主人は、竹志国へ戻られました。立つ前に、これを貴殿に渡すよう、託されました。迷信よ、そなたから、種を一つ借りたぞ。この一曲、陣の価値だ。今後も次第源で居場所がなくなれば、竹志国へ来て陳を頼るがよい。そなたのために一つ、面首の座を用意してやろう。一体どれだけ女がいるのよ。やっつけちゃえ。やっつけろ。